チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日も配信にお集まりいただきありがとうございます。本日はですね、プライド月間企画ということで VTuber がプライド月間についてリスナーとトーク、カラスマトークスペースの、通算3回目かな、をやってみたいと思います。本日は Discord を利用し、ラジオリスナーの皆様とプライド月間に話したいことや伝えたいことについてのトーク雑談をいたします。LGBTQ+ について包括的議論をしたいと思っています。チャットやコメントにおいては、後でもう一回言いますが、いつも通り差別禁止のルールを徹底的に遵守して、ご参加のほどよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、待機していただいた皆様ありがとうございます。鈴なりさん、ミニラトルさん、しょうがさん、いつせさん、かなしみさん、むよくさん、おばすんさん、こんからすです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、今回ですね、リスナーの皆様をゲストとしてお呼びしたくこれから存じますので、ですね、いつも通りなんですけれども、
時間ですね。すいません。ちょっと直すの忘れてましたが、最大30分ぐらいっていうことですね。まあ、そこまで長く話さなくても大丈夫です。ご安心ください。ただ最大で30分ぐらい、まあ、一人当たり話せればいいかなと思っております。差別発言やヘイト、侮辱や執拗な個人攻撃や嫌がらせ、個人情報暴露などですね。まあ、当たり前のことですけれども、皆様絶対にやらないように、お気をつけください。警告有無にかかわらず、ミュートや退出、ブロック等の対応を行う場合がございますので、よろしくお願いいたします。また、私は緊張で集中でですね、配信中に笑ってしまうことが多くありますが、深刻な話題、センシティブな話題など軽く扱ったりしているつもりはありませんので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、皆様も、ルールを守ってですね、チャット等で積極的に発言、コメント等、感想の方ですね、書いていただければと思います。はい、ということでですね、なんかもう言うことなくなっちゃったな。はい、ということでですね、早速じゃあちょっと早いんですけれども、一人目のゲストの方お呼びしたいと思うのですが、準備よろしいでしょうかね。はい、ということで早速、お呼びしておきたいと思います。ディスコードの音声ですね、調整いたしますが、ちょっと音大きいとか小さいとかありましたらですね、皆様コメント等で書いていただければ良いと思います。よろしくお願いいたします。ということで、一人目の方、ちょっとお呼びしますね。もしもし。もしもし。もしもし、すいません。聞こえてますでしょうか？はい、聞こえております。です。こんにちは。こんにちは。すいません。私、あれです。生姜と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、前回に引き続きなんですけども、カラスはラジオリスナーでモデレーターの生姜様をお呼びいたしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、なんかまたトップバッターになってもらってしまって申し訳ございません。皆様どうでしょう？生姜さんの声大きい小さいなどありますでしょうか？もしありましたら遠慮なく、申し上げてください。よろしくお願いいたします。大丈夫かな？多分大丈夫だと思います。今、私が調整してるんで大丈夫だと思われます。ということで、615さん、サバタさん、一ノ瀬さん、コカラスです。来ていただいてありがとうございます。ということで、生姜さん、ちょっと最初なんですけれども、もちろん個人情報とかは全然いいので、簡単に、もし何もなかったら、一言、カラスマラジオリスナーでございますでもいいんですけど、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。わかりました。はい。どうも、私、何年前だ。ちょうど去年の4月ぐらいから、カラスマさんのラジオを聞き出して、で、ちょうどその時がなんか北海ロレンの映画レビューをこう懐かしいですね。あれがきっかけで確か見始めて、なんで割とそんな古参ってわけではないんですが、いや、ちょっとそうですよね。リスナーの皆様のそうなんですよ。実は新規リスナーさんという。そうなんです。割と全然古株ではないんですけど、ただリスナーの皆様の温かいこう空気のおかげでですね、なんとなくこう入り浸れると言いますか、ちょっとそんな感じで、でどうしようかな。全然一応私のその、セクシャリティに関して、一つ言うとしたら、一応私はシスジェンダーの男性になります。で、で、一応、で、全然あれだったら無理しなくていいですよ。アイデンティティは開示しなくていいので、全然大丈夫ですよ。あれで。大丈夫ですか？すいません。一応恋愛対象、あと、性の対象は、同性である男性になります。
はい。なるほど。すいません。これをね、誰かにこう言うの初めてなので、ちょっとそうなんでドギマギし、すか。ドギマギしながら。いや、いいんですなの、か？そんな、なんか全あ、いや、然、それ、全然いいです。いいです、いいです。なんかこなんか予行演習でもないですけど、いや何かのきっかけで何かのきっかけで誰かにこう話すことがあったとしたら、なんかこう、今みたいな感じで、まあ、話せばええかな、みたいなはい。感じで。なので、あ家族とか職場の人間にも、自分のセクシャリティに関しては、一度も言ったことがないので、うん、ちょっとなかなか今、なんかすごい炊き汗を今かはい。き始めているんですけど、大丈大丈夫夫ですか？でしょうか？わ初カミングアウトをお聞大丈夫です。きしてしまいました。はい。いやいや、そんな、いや、いやいやいや、なんか、ごめんなさい、全く。うん、私自身がなんか、まさかですね、うん。言わなくていいって今回強調して、まあ、ちょっとなんか、やっぱりそう、開示させるはいはい。のまずいよなと思ったので、はい。最初に、だったので、全く予想していなかったのですみません。はい。そうか、そうですよね。いやいや、でもやっぱりね、カラスマラジオっていうすごい安心できる場合やったら、まあ、ええかな、みたいな感じで。いや、ありちょっとがとうご今日はざいます。思い切って、いや、ちょっとうん。直前までちょっと悩んでたんですが、まあ、そんなあ感じです、私に関しては。あ、はい、あはい。りがとうございます。そこまでね、ほんと信はい。用していただいて、本当にありがたい気持ちです。ありがとうございまいえす。いえいえ。はい。はい。ということで、おたのふかさん、ゆうずさん、こっからすです。ここがセーフスペースになっとるやんということで、ありがとうございます。そう言っていただけると、配信者冥利につきます。はい。はい。ありがとうございます。ということで、ちょっと、すでに良い瞬間に立ち会えている、まあなんかこれで配信終わってもいいなっていう感じになりつつありますけれども、まあ、開始してそうですか。ですね、じゃあ、おあの、疲れ様でした。お疲れ様でした。あり帰らないがとうございでください。ました。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ということで、ですね、まあ、カラスマラジオ、缶になりそうになったんですけど、一応開始12分しかまだ経っていないということに今気がついてしまいまましたので、ただった。ほんまだ。はい。ということでですね。ということで、皆様を傷つはい。けないように努力したいということで、ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。はい。ということでですね、ここはセーフスペースにしたいなと思ってます。まあ、ただね、まあ、YouTube なんで悪意ある奴らがもしかしたら来るかもしんないですけど、まあ、普通にうん。バンするのでよろしくお願いします。はい。当たり前ですが。ということでですね。っていうことで、まあ、生姜さんなのでですね、なんはい。か私がいろいろ言うのも釈迦に説法感はあるんですけど、まあ、今回、はい。プライドに関して、ちょっと言いたいことのある資料があるということで、ご紹介いただいたので、はい。今表示して大丈夫でしょうか。はい。お願いします。はい、哲学心理学で考える共感は本当にいいことなのかっていう北海道大学の研究員なんですね、これ。はい。そうなんですよ。初めて。烏丸さんの同郷の方なんかなどうなんやろ。まあ、北大にはね、普通に東京からめっちゃ頭のいい人たちが集まっているので、あれなんですけど、はい。これちょっと今ざっと読んだんですけど、なんかすごくいいことがはい。書いておりました。はい。え、はい。そうなんです。ちょっとまあ、最で、初だけちょっとはいはいはい。読ませていただいていいですか？はい。はい。お願いします。資料とかはね、私に URL とかなんか提示していただければ全然このように表示することができますのでよろしくお願いします。これから来る方もいらっしゃると思うんですけども、はい。ということで、共感は一般的に良いものだとされています。日常会話において、あの人は共感力が高いというのは褒め言葉であり、あの人は共感力が低いというのは、まあ、非難の言葉として一般に使われますということで、まあ、ただこれに関して共感に対して結構批判的なですね、論調でこれ書かれてて、後ですいません、リンク集作ります。ですね、非常に興味深い内容でした。まあ、すぐ読みたいという人は、これでちょっとですね、検索していただければと思います。はい。
ということで、なんかね、私、共感力低い、すごい自覚あるんで、なんか、あれかなって思って、生姜さんの意図を読みかねるところはあったんですが。あ、いや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 。違いますよ。当てこすりじゃないですよ。違いますよ。うん。どのはい。辺がいいですかね。まあ結構文章がですね、この宮園さんという方が書いてらっしゃるんですけど、大学の先生はい。なのでめちゃくちゃ結構長い文はい。章なんですけど、そうなんですよ。結構ね、ボリュームがあって、で、あるんですけど、でまず私が、なんか今回共感っていうのをはい、軸にちょっと、まあ、LGBTQ プラスに関して話したいなって思ったきっかけが、はい、あの、以前、カラスマさんの配信で、うんうん、2時3時の、はい、はい、カッはい、コ付きの TS ネタはい、はい、はい。に関して取り上げられたことがあったと思うんですが、ありましたね。ありまはい、したよね。はい、で、その配信のコメント欄に、はい、あの、まあ、烏丸さんの言ってることはわかるし、はい、まあ、勉強になったと。うんうん、ただ、まあ、取り上げ方、リサーチの、まあ、精度とかが、うん。ちょっと、と思うところがあって、共感できなかったって言い張ったんですよ、そのコメントの人が。なんかそんなコメントあったような気がする。そう、あったんですよね、ありましたよね。で、こういう、なんですか、マイノリティの、人権問題、はい。まあ、もう尊厳に関わる、下手したら生命に関わるようなすごうんい、うんうん。深刻な問題を扱っているにもかかわらず、共感っていう二文字で判断するっていう、うーまあ、ん。そういうのがちょっと私の中に発想になかったので、ちょっと愕然としたんですよ。はいはいはい。で、どうしても私自体がもともと共感っていうもので、はい。共感っていうものを、基準にいろいろまあ判断するっていうことに関して、ちょっとなんか疑問というか、それでええのかなっていうふうに普段からずっと思ってたもんですから、うんうんうん。そういうのも相まってなんか、ね、なんかすごい暴力的だなっていうふうにちょっと感じてしまって、はいはいはい。で、そうなんです。いや、だからそれでちょっといろいろなんか、まあ何かちょっとなんですかね、なんか資料というかないかなって思って、え、で、そしたらちょうど共感に関して批判的に書いてくれてる、なんかね、反共感論とかいう書籍のタイトルになるのかなと思うんですけど、うんうんうん。はい。ちょっとそれもいずれ買って読んでみたいなっていうふうには思うんですが、はい。で、なんかまあそういうのがあったので、マジョリティが口にするマイノリティに対しての共感っていうのを、うん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 。ちょっといろいろ考えてみたいなっていうふうに思いああ、まして、なるほど。ちょっと今回、はい。2時3時についての動画は、こちらの映像をご覧ください。はい。っていうか、ですね。すいません。今、リンク集後で作っときますけど、まあ、こういうサムネの動画を、ライブ配信を以前したことがございます。2ヶ月ぐらい前の話ですね。はい。ということでですね、そうでこの、まあ、論文自体がポール・ブルームさんっていう人の反共感論というのを、元に書かれてるみたいなんですけれども、まあ、私はちょっとこちら未読なんですけど、ですね。まあ、心理学の実験結果から、まあ、なんか少女に対して共感するときに、まあ、アフリカで貧困に苦しんでいるような人たちに対しての、本当はそっちに資本を集中すべきなのに、なんか共うん、感を集めた人の方が、まあ、優先順位が高まってしまうみたいな話がこれ紹介されてるんですよね。そうなんですよ。うんうん。
がこう合理的に考えたら、真っ先にこう、リソースを割いて、うんうんうん。優先順位というものがあったとしたら、本当は上位に置くべき人を、うんうん。その人のことを差し置いて、自分がこう共感しやすい人の、方の方をどうしても持ちがちになってしまうっていう感じですね。そういう論文やったかなと思うんですけど。なんか人間のね、なんかそのダメな部分というか、ちょっと非論理的な部分が、出てしまうっていう話ですよね。もちろん共感ってとても大事なものだとは思うんですけども、やっぱり典型的には今私パレスチナのことをずっと考えているので、典型的にね、パレスチナの問題に関してもそれ同じこと言えるなというか、イスラム教徒でですね、世界の後ろの人、世界の反対側にいる人たちなので、全然共感が集まらないっていう、あれだけひどい目に遭っているのにもかかわらず、関心を持たれないっていう、構造的な問題があるわけですよね。はい。そうなんですよ。で、何やったかな。で、その下の方に、共感に関してはなんかいろいろバイアスがかかってしまうっていう話が確かあったと思うんです。この辺かな。ブルームの反共感論の主張を一言でまとめると、共感に導かれて行動することは道徳的に危険である。なぜなら共感はバイアスのかかったスポットライトだからということになりますと。そうなんです。で、その下に、白人のアメリカ人にとっては、自国の白人の女の子にはスポットライトが当たりやすいけれども、地球の裏側のアフリカで生じている、飢饉といったもの、に対してはなかなか当たりにくいというバイアスもあるということで、だからこういうバイアスの、上にこう共感っていうものは成り立ってるんだなっていうのをまず一つっていうのがあるかなっていうのが、なるほど。いや、これね、本当になんか、紹介いただいて、面白い、論文というか、面白いと言ったらちょっと、語弊があるかもしれないんですけど、ちなみにこの一人の死は悲劇である、100万人の死は統計に過ぎないって、これちょっと気になったんで、あれしておくと、スターリンでもアイヒマンでもなくて、なんか偽名言の類らしいです、実はこれ。そうなんですか。なんか多いですよね、そういうの。なんか世の中に出回ってる言葉って。そうなんですよ。ただでも似たようなケイクみたいなのはずっとヨーロッパで言われ続けてるんで、共感のっていうかね、危険性というか、共感ベースで何もかを考えると、それはね、スターリンにとっては身近な人の死以外はあんまり興味なかった人だからああいう感じになっちゃうわけですよね。そうなんですよね。で、私ここの部分を読んでて、統計の無視っていうところで人数が多すぎると共感は停止するっていうのがあって、で、だから人数が多すぎると共感が停止するっていうのが、でも私たちセクシャルマイノリティって人数多くないはずなんですけど、でも共感が停止してしまうっていうのは、だからそういうのがあるから、社会の構造の問題とかになかなか目が向かいにくくなるのかなっていうのが、目の前にいる一人の、マイノリティの人間に対しては、やっぱり同情でもないけど、ちょっと心を寄せやすいけど、社会問題として捉えるときにはどうしても、なんかうやむやになってしまうとか、そういうことなのかなとか、ちょっといろいろ思ったんですけど。そうでしょうね。なんか私は、共感力低いって、私は発達障害なんで、それ特有のものもあると思うんですけど、共感性は多分かなり低いと人間の方だと思うんですよ。
ただそれで、まあ私みたいな人間からして思うのは、なんかその共感ベースで考えてる人たちってなんて言うんでしょうね、キャパシティがあんまりまあやっぱりないんだろうなと思って、なんか身近な10人くらいの人たちのことを考えてると、それ以上の人たちのことってあんまり考えないんじゃないかなというか、まあ心がやっぱり崩壊しちゃうから、考えられなくなるんじゃないかと思うんですよね。まあスターリンはどっちかというと、あんまり共感性そもそも全然ないタイプの人間だったと思うんですけど、ただまあそんな人間でもやっぱり家族のこととか結構大事にしてたとかってエピソードもあるので、やっぱりそういうだからキャパの問題なんじゃないかなこれはっていう気がしてますね。なるほど、キャパシティか。ただ LGBTQ+ の人たちの場合はなんだろうな、結構その人数割と多いので、多いんだけど、まあ社会的には1割ぐらいっていう、なんかその捉え方によって共感性がね働くか働かないかっていうまあところがあるのかな。で、多分その、また共感自体がそのいろんなバイアスに支えられてるとなると、やっぱりそのバイアスから外れるような人物像に対しては、やっぱりこう、なんかやっぱそういう選別があったりとかするのかなっていうのも思ったりして、ただやっぱり世の中の大半の人らは共感ベースで、まあいろいろ物事考えたりとか、まあ価値基準はそこにあるとは思うんです。で、ってなった時に、その人たちの共感に訴えかけるような、そのマイノリティの権利獲得運動っていうのは、果たして、まあ、どうなんだろうっていうのは、ちょっと思ってしまうんですよ。結局そのバイアスを、マジョリティが持ってるバイアスをこう強化するような方向に向かってしまうような感じがして、ってなると結局、その根本的な解決にはなかなかつながらないんだろうなっていうのは一つ思うんですけど、だからといって、まあ、現にこう、マイノリティは苦しんでるわけですよね。だから、その、いつまでもその、その、やっぱり構造が変わるのを待ってられないっていうのは一つあると思うんですよ。だから、やっぱりこう、その、変わっていくそのスピードを、上げるためにも、多少やっぱりその共感とか、まあとにかくいろいろ手立てを尽くして、なんかこれ本当に大丈夫なのかなっていう思いながらでも、そのまあマジョリティがこう持ってる共感に対しても訴えかけていくっていうやり方も、その意味では今生きてる人間の権利獲得のためにはそれもまた必要なのかなとかいろいろ思ってると、もうなんか何が何だかわからなくなってきてぐるぐるしちゃうってなるほど。ぐるぐるしてしまってっていうのがですね、なんか、そうなんですよ。だから烏場さんからこう、まあそのトークスペースの企画やりますってなった時に、真っ先にこれ話したいなっていうふうには思ったんですけど、結局自分の中でも全然答えが出てないっていうのがなるほど。いやでも本当ありがとうござい、興味深い話でありがとうございます。で今回まあこのまあ論文の一番下の方としてはいろんな解決法がまああって、なんかね開き直るとかあんまり結構むちゃくちゃな方法もねあえてまあ出されてるんですけど、まあ感情とやっぱり理性をね組み合わせるとか、まあ相手のね共感を先ほどね生姜さんおっしゃったようにね相手に近く思わせることによってさらに共感を呼ぶようにするとか、まあいろんな手法がやっぱ考えられるけれども、まあ、私はなんか最後のね結構この回答した人が多いらしいんですけど、人間ではなくやっぱ環境をやっぱりもうちょっと改善しないと
ダメだよなと思って、なんですよね。やっぱりメディアの本当に。取り上げ方とか、トランスジェンダーとハリウッドっていう映画作品でもね、から取り上げられてましたけども、やっぱりメディアの取り上げ方とか、マスコミの取り上げ方とっていうのが、結構人間の認識を今形成してるじゃないですか。はいはい。だからああいうので偏見に満ちたそういうマイノリティ表現とかが、横行しているようだと、やっぱりね、今まで本当ずっとそうだったわけですけど、偏見に満ちた人たちが大量生産されていくので、やっぱりそういうのをですね、典型的にはこれなんですけどだからそういうのをやっぱり止めなきゃいけないですよね。いやそうなんですよ。でまたそういうステレオタイプに限ってマジョリティの人たちは共感がしやすいっていうのがまたあるなっていうのがね、それがすごい問題だなっていうのがあって、だからなんかな、こうもう本当にずっと思ってるんですけど、その感情じゃなくて人権とか、平和主義とか、そういう理念でですね、なんかこう人とつながれたらどれだけ楽って言ったらおかしいんですけど、考えることは少なくともちょっと減ってくるかなみたいな風にちょっと時々思ったりするんですよ。ただなんでしょうね、例えばその白人のかわいそうな女の子みたいな例によると、理性と感情が対立してしまうっていうジレンマの話を、この宮園先生っていうのを指摘されてて、そこだよなというふうには思うんですよね。だから私もよくいつもそうなんだけど、基本あんまり感情がだから人間に対する共感性が低いんで、カラスなんで理性でね物事を訴えたがるんですけど、でもなんか理性しかないとやっぱりなんでしょうね、感情と対立されて悪く思われてしまうっていう、左翼の人たちはねあるあるだと思うんですけどね。だからですよね、確かに。だから理性と感情をうまいこと組み合わせて、あんまりだからね、今ペンライトデモとかで工夫されているように、あんまりよく思われないなんでしょうね、よく思われない表現を避けつつ理性的な訴えをするっていうような、高度すぎだろみたいなのが求められてるっていうのが本当ですよね。本当ですよね。そうなんですよね。アケイトさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。今ちょっとコメント読んでもよろしいでしょうか。はい、お願いします。マイノリティの人権問題に関して共感ベースで判断するということは、マイノリティの人権は自分の感情だけで左右できるものという無意識の見下しがあるような気がしますということで、いやこれも本当にあると思うんですよね。だから、基本黒人の方々のアメリカにおける問題とか一番分かりやすい例だと思うんですけど、人種差別の問題であったり、無意識のね見下し、アンコンシャスバイアスがあったりとか、いうですね、パレスチナの件も典型的にそうだと思いますけれども、相手がなんか悪いやつだとかね、自分よりね下の存在だっていうような、バイアスがあると、そもそもねバイアスに弱いタイプの人たちからね、共感重視の人たちってそうだから、バイアスをどうやって解決するのかっていう、バイアスを解決できなくて結局みんな共感できないって文句を言い出すっていうあるあるがまた始まるんですよね。でまた共感で一つ思うのがなんですかね、いいですよ。なんて言ったらいいかな。共感っていうものって自分からまず能動的に働きかけるものやと思ってたんですよ、私。だから例えば目の前の人が何を言ってるかわからないっていう時に、そこでなんか理解しようっていう努めるのが共感なのかなっていうふうになんて言ってくれますかね。
まあこのま、第三者ま立場から共感はい。するみたいなことですかね。そうですね。はい。そんな感じのものやったと思うんですけど、どうも大多数の人が言ってる共感っていうのは、なんかそういう自分からの働きかけをわざわざしなくても、うんうん。なんかこう、ただ自分と共通項があるから、ああ、わかるわ、それっていううん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 感じの感うんうん。覚で、共感っていう言葉を使ってるんだなっていうのは、なんか映画のレビューとか見ててもすごい思うんです。映画の感想って大体共感で溢れてるじゃないですか。そうですあの、よね。共感できなかったっていうのが、うんうんうん。一つのなんかこう、点数の基準になったりとかしてて、いや、それはそれで別に否定するわけじゃないんですけど、うんうん。だからだからそういうのと相手していかなあかんのだなっていうのはすごい思うんですよね。そうですね。だからまさにその第三者の立場を疑似体験して共感するっていうのが、まあフィクションの作用のね、重要な作用の一つでもあるはずなんですけれども、うんうんなんかそのうん。第三者っていうのをあんまり想像しない、まああんまりね、偏見があるかもうん。しれないですけど、そういうタイプの人たちからすると、自分が主人公に共感できるかっていうのをまず考えて、まあ主人公は自分の代理人でああ、あるっていうような、まあ、考え方はいはい。でフィクションを見るみたいなんですよね。私はほうぼそうん。いう見方をね、あんまり共感しないんで、だからあんまりそういううんうん見方でフィクションうんうん。を読んだことがないかったので、いやー、なんかそうですそれがよね。世の中のうん。主流だって聞いた時はなんか軽い衝撃を受けた記憶がありますね。って、いや第三者いやー、の立場を理解すんじゃないのっていう。いやもちろん主人公に今日感情移入できるに越したことはないですけれども、そうですね。うん、それはうん。そうなんですけどね。だからやっぱりただそうそれが全いうてになってるからな。そういう見方でね、何もかも考えられてしまうと、ちょっと、なかなか理性に訴えてもなーっていうところはありますようん、ね。はい。そうなんですよね。あ、それで、なんか、しょうがさんすいません。あと、はいはいはい。はい。結構なんか、なんだかんだ言ってですね、もう20分以上話しているんですやっよ。ぱ、すごいですね。なんか、すいません、なん全く、かちょっと無駄話ばっいや、かりとんしてしまってでもないです、とんでごめんなさもないです。すごく、興味深い話でした。ちょっとディスコードであった話、い。はい。最後にしてもよろしいですか？あ、はいはい。ちょっとこちら、今回ですね、ご参加されてない方なんですけれども、ですね、ロマンティックアセクシュアルの、方からちょっとメッセージをいただきました。まあ、その内容そのままもちろん読み上げることはしないんですが、アセクシュアルって一言で言うと、まあ、日本語で言うとなんかその無性愛者とかっていうふうに、まあ、言われるもんでうすから、ん。まさにですね、他者に性的魅力を感じない、性的に惹かれないみたいな感じで、要は、それこそ先ほどの生姜さんのお話に引きつけて考えると、ロマンティックの人たちに対してあんまり共感されないから、まあ、無視されるっていう傾向が、まあ、ただでさえあるんですよね。うんうんで、うん。今回メッセージいただいた方、その方の中でも、そのロマンティックかつアセクシャルっていう、そのいわゆる恋愛感情はあるけれども、他者にですね、そういう性的魅力とかですね、性的感情を抱かないっていう、ロマンティックアセクシャルの、まあ、アロロマンティックアセクシャルって言ったりするんですけれども、まあ、うん言い方うんうん。も、だから、なんで、ややこしいし、正直、不可視化されてる気がするっていう、正直ね、私もすいません。今回、サムネとか先に全部作ってたので、プライドフラッグとかね、有名なのしか結局取り上げてなかったんで、ちょっとそこは本当申し訳なかったと思うんですけど、はい。だからそういう、なんだろう、マイノリティ内でもマイノリティの人たちって、なかなかやっぱり可視化されなかったり、共感されなかったりして、まあ、うんうん LGBTQ+ のコミュニティの中でも、そういう、まあ、共うん。感度の差っていうのはあるのかなというふうに思いました。うん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 。はい。ですよね。岩さんだから、的にはで、どうでしょうか？はいはい。はい。あ、でね、私このディスコードを見て初めて知ったんですけど、その、アロマンティック、アセクシャルのはい。対義語に、その対義語にアロマンティック、アロはいはい。アセクシャルっていう、そのアロっていうその窃盗字をつけて、
だから二重の打ち消しにしてるんですよね。だからああ、そう要するに。ですね。だから、それでだから、要するにまあ、恋愛的な惹かれ、性的な惹かれがあるっていうことが、なんか半ばまあ、標準化というか、うんうんうんされてる状況に対して、うんうんカウンターを仕掛けるみたいな感じで、うんうんうん要するにまあ、ちょっと、もしかしたら、雑な、雑語りになるかもしれないですけど、トランスジェンダーに対して、うんうんあえてシスジェンダーっていう言葉を使って、なんか相対化させていくっていう、そういう動きが、アロマンティック、アセクシャルに関しても、そういうのがあるんだなっていうのはうんうんうん思って、ただなんかその言葉自体もまだだいぶ比較的新しくできたものなので、なんかまだ広がってないっていうのと、あとまあまだちょっと議論の余地があるみたいな記事をちょっとちらっとお昼間に読んだんですよ。だからまた、だからまあ、っていうのは別に存在自体が疑わしいとかそういうのじゃなくて、多分、もっとふさわしい言い方、なんかよりきちんと相対化させる、なんかより適切な言い方を、まあ模索していきましょうみたいな、そういう感じやとは思うんですけど、だからなんか、そうやって日々新しい、なんですかね、なんかなんか、どうしてもマイクロラベルとか。そうですよね。なんか規範的になってるものをちょっとずつ解体していこうっていう動きが、なんかやっぱり日々、なんか生まれつつあるんだなって思うと、私たちももっともっとちゃんとね、新しいものを知っていかないといけないなっていうのは、やっぱりセクシャルマイノリティの中でも、私はだいぶと特権というか、まあ、だいぶマジョリティの側にいる人間なので、やっぱそういう、なんかね、責任感でもないですけど、そういうのもちゃんと意識していって、なんか次のそういうプライドの月間の時には、もっとよりね、多様な人たちの、まあ居場所っていう言い方もちょっとなんか変ですけど、なんか、もっと多くのものを包摂するような、そういう、まあ催しでもないけど、そういうのができるように、私もちょっと頑張っていかなあかんなっていうので、ちょっとハッとしたというか。なるほど、ありがとうございます。いや、そうですね。私もやっぱりマジョリティの目線からね、見がちなので、すいません。補足コメントありがとうございます。アローロマンティックアセクシャルやったりとか、アロマンティックアセクシャルっていうですね、だから、やっぱりついね、同じ、言い間違えてしまったりとか、まあ、それ自体やっぱ失礼なことだし、用語をね、混同しちゃったりとかって、やっぱあるあるだと思うんですけど、まあ、ただね、もちろんそれはね、勉強していかなきゃいけないっていうのはもちろん一つだし、よりふさわしいね、日本語でラベルがあったり、自分のアイデンティティがですね、まあ、これから、作っていったりとか、よりふさわしい用語も開発していかなきゃいけないっていう、同時の課題があるので、やっぱりね、そこはマジョリティ、マイノリティ関係なく考えていかなきゃなんないかなと思いますね。はい。ですね。木野龍さん、コンカラスです。恋愛感情と性欲は別物だと思うんだが、そういう感覚じゃないのかという、まあ、まさにだからこの辺だから共感する人が少ない問題、やっぱり 1% か 2% ぐらいしかいないって言われてるんですね。まあ、要はエイスと言われる人たちなんですけれども。だからね、余計恋愛至上主義者みたいな人たちがばっこしているので、まあね、やっぱり共感を得づらいという問題があるのかもしれないですよね。あと、最後に一つ私なんか特感でアセクシャル・アロマンティック入門っていう本の、ほんまに序盤だけを読んだんですけど、アセクシャルとかアロマンティックに対して知識を深めていくっていうのは結局マジョリティ側にとってもすごい大切なことだっていうことがですね、なんか冒頭に書かれてまして、要するに恋愛的な、人を好きになるっていうことと、
で、そういうことっていうのを、なんかこう、漠然とマジョリティは考えてるけど、それをもっともっとこう、まあ、いわゆる解像度を上げて、なんかその一口に好きになるっていうのでも、いろんな種類のものがよくよく考えていけばあってっていうのを、なんかこうマジョリティ側もそういうことを考えていくのはすごい、マジョリティにとってもすごい大事だっていうのは書かれてたっていうのがちょっと印象的で、なんかこう、なんで乱暴にちょっと共感の話と今までの話をこうまとめて、なんかこうガチャンコして考えたら、あ、こういう語り口でマジョリティ側にいろいろこう働きかけていくっていうのをもうちょっと頑張って、個人的には頑張っていったらいいのかなっていうのはちょっと一つ思ったんですよ。はい。ですね。だからやっぱり、メディアの発信ですよ。発信。はい。ということで皆さんラジオの発信をぜひともよろしくお願い申し上げます。はい。ということで、いつもモデレーターとかもしていただいている生姜さん、本当今日は興味深いお話ありがとうございました。あとなんかカミングアウトありがとうございました。いやなんかお礼を言うことではないかもしれないです。申し訳ございません。こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい。ということでですね、また機会があればぜひまたお話しさせてください。はい、どうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ということで、生姜さんでした。ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。はい、ということで最初のゲスト生姜さんでございました。ありがとうございました。いやー申し訳ございません。ちょっと私のねタイムキープ能力がゼロであるため2人目以降の方お待たせしてしまいました。申し訳ございません。なんか都合悪いとかあったらいつでも言ってください。ちょっといろいろ時間順番等調整したいと思います。よろしくお願いします。待機していただいてありがとうございます。ゴゴブリンさんパチパチありがとうございます。まあそうですね、でいろいろ興味深いコメントもすみません、皆さんすべて読めなくて申し訳ないですがありがとうございます。スプリットアトラクションモデル、性的惹かれと恋愛的な惹かれは必ずしも一致するものではないというですね、そうですね、そういった概念はですね、やっぱりアロエースを取り上げた本とかにはですね、ちゃんと書いてあることなので、私も全然まだまだ勉強不足なんですけれども、やっぱり必ずね、覚えていかなきゃいけないことだし、やっぱりシスジェンダー、ヘテロセクシュアルみたいな、男みたいなのをですね、できる限り相対化しなきゃいけないなというのは感じております。ベタさんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。はい、ということで、大変お待たせいたしました。ちょっと2番目の方お呼びしたいと思いますが、ちょっとご用意のほどよろしくお願いいたします。それではコールさせていただきます。もしもし。もしもし。聞こえておりますでしょうか？大丈夫でしょうか？はい、聞こえてます。はい、それでは、すみません、皆様に簡単に先ほどちょっと聞いていただいてたかと思うんですけど、自己紹介のほどよろしくお願いします。すいません、サバタと申します。さっき話題に上がったので、ちょっとだけカミングアウトすると、はい、僕は、アロマンティックアセクシャルということになりますね。そうですね。いや、すいません。なんかまた、全然全くカミングアウトを強制するものではなかったのですが、ありがとうございます。はい。ちょっと緊張しているんですけどはい。本当ね、今回来ていただいてありがとうございます。ずっとね、アーカイブ勢で聞いていただいたということで、はい、ディスコードとか入っていただいて嬉しかったです。ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。いや、なんか、ちょっと、烏丸さんとちょっと話してみたくて、勇気を出して参加してみたんですけど。なるほど。ありがとうございます。
ということでですね、皆様音質大丈夫そうなので、はい。アイコンかわいいですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。勝手にあれさせていただいたんですけど、ただサパタさん、早速ですが、メッセージの方大丈夫ですか？お話ししてさせていただいて。はい、大丈夫ですけど、ちょっと恥ずかしいなってあれだったら全然いいんですけど。そしたら表示しちゃって大丈夫です。表示しちゃって大丈夫です。ということでですね、実はこのサパタさんですね、大変ちょっと熱いメッセージを最初に私に送ってくださいまして、はい、ちょっと表示させていただきました。はい。これ多様性を掲げる自分自身が無意識のうちに排他的になってしまっていないかということでですね、リスナー様と、ですね、私を含めた皆様に対するちょっとメッセージということになってるんですけども、読んで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。ということでちょっと読ませていただきます。最近では多様性の尊重自体に異論を唱える人は少なくなっていると思います。ですが、政治学者であるシャンタル・ムーフは、真に多様性のある社会とは複数の意見がぶつかり合っている状態だと定義しています。僕自身も含めて現在は対立があっても、いずれは一つになれるという考え方から抜け出せないことがあるでしょう。しかし、このように一つになることイコール善という無意識の前提が歴史的に多くの悲劇を生んできました。日本の例だと外国の脅威に対し日本国民として一つになることを歌い、それが達成されているかのように喧伝し、その歌ではそうした体制や愛国カルトに批判的な人々、江徳秋水や登坂淳、小林滝次などが弾圧されました。このように全体の融和を強調する言説はしばしば異論を持つマイノリティの排除を正当化する道具にもなり得ます。なので、お互い分かり合える国民として一つになろうという優等生的な発言は歴史や現実から目を向けた暴論でもあるのと思うのです。昨今では前日のような格好をした愛国カルトや堂々と差別的発言を行う人が増えていますが、そういった差別主義者を批判すると、お前は批判ばかりする左翼だとバッシングし、マイノリティをさらに差別する言論人も存在しています。残念ながらそうですね、こうした差別的な人たちと分かり合うことは到底不可能だと思います。真に多様性を重視するからこそ、時には議論による対立を避けては通れないと思います。なので、左派は批判ばかりだという世論の同調圧力を真に受ける必要はないと思います。お話しできる機会を作っていただきありがとうございます。カラスマ100さんとカラスマリスナーさんの皆さんを応援しておりますということで、いや、ありがとうございます。この、なんかすごい、ちゃんとしたメッセージを、最初に送ってくださったのが、サパタさんになります。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、本当すいません。いや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 。で、この、あれですか、内容について何かありますでしょうか？いや、なんか嫌だったら別の話題でいいんですけど、全然。はい。いや、なんていうか、はい、やっぱり最近は、まあ、ね、そのサパタさん、すみません、カラスマ100さんが言うように、はい、まあ、やっぱりマイノリティに対して冷たい人が多いので、なんていうか、でも、やっぱりまあ、ね、そういう差別的な人たちとこの分かり合おうみたいなのはちょっと、やっぱりちょっと無理だよなってちょっと個人的に思ってちょっとこういうメッセージを送ったんですけど。まあそうですね。まあ分かり合うことの意味の問題かなとも思うんですけど、まあそうですよね。まあこういうことを言うとなんかね、対話を拒絶してるっていうまあ人たちがいっぱいいるわけですけれども、なんかやっぱりそういう問題ではないですよね。やっぱり差別的な意見を受け入れるっていうことは当然できない。自分たちの存在を否定するようなやっぱりヘイトスピーチとかですね、そういったものは議論はやっぱり不可能なので、
まずはそういう発言を避けていただいて、それ以外のことで納得いかない点があるんだったら話し合いましょうよっていう、話の仕方をしないといけないんじゃないかなと思いますよね。だから差別でも何でもかんでもありだって言ったらね、それはね、差別する方が強いに決まっているので結局こっちがなんか論破されたぞみたいな感じで終わっちゃうわけじゃないですか。だからその辺の、非対称性をやっぱり考えて話をしなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。本当に言いたいことを言語化してくれました。そうですか。いや、すいません。勝手に私がまとめてたんですけど。いや、ちょっと僕の言語化がとても下手で。いや、そんなことではないですけど。ただ私ね、全く今知ったかぶって読んでいたんですけど、シャンタルムフ読んだことないんですよ。すごいなんか気になるんですけど、なんか、お好きなんですか？いや、特別好きということはないんですけど、はい。たまたま読んでて、ちょっと、いや、この人はちょっと、ポピュリズムじゃないですけど、ちょっと、左派なんですけど、はい。全部が全部、納得いくわけじゃないんですけど、ただ、結構でも、なんだろう、納得いくこと言ってるなと思ってて。無風やっぱりこう、そうですね。一つになることをイコール前提いう、考えがちょっと、全体主義につながるよというようなことを言ってるんですよね。はい。なるほど。そうですね。なんか、だから私が全然知識がなかったから今、ウィキペディアを読んでたんですが、ウィキペディアなどの記事によると、ベルギーの政治学者の方で、カール・シュミットの有敵関係を鍵に、討議的多元主義っていう構想を定義してるっていうことなんですけど、この討議的多元主義っていうのは要は、あれなんですかね、議論とかそういうなんていうんですかね、差別的な言論とは議論しないで、しかしながら討議はしていくっていうような感じの話なんでしょうか。そうですね。前提として議論ができる前提、議論ができる前提ではあるんですけど。なるほど。ただ議論を放棄するような人とは、ちょっとなんだろう、話し合いができない。あんまり話し合いはちょっとできないなみたいなことは言ってるんですよね。はい。なるほどですね。それはそうですよね。だからやっぱりね、ヘイトスピーチって基本言論じゃなくて誹謗中傷とか暴力に近いものなので、確かに人格否定、誹謗中傷、ヘイトスピーチってそれぞれグラデーションなので、それこそジェンダースペクトラムじゃないですけど、はっきり分けることってはできないとは思うんですよ。そこの領域って難しいは難しいですよね。どこまでがギリギリ差別でないと言えるのかっていうのは確かに難しいですけど、ただね、日本人ファーストみたいなのは言っちゃったけどごめんなさい。人って入ってる時点でやっぱり人種差別的なニュアンスが極めて強いですよね。いやまさに本当おっしゃる通りです、本当に、はい、だからそこやっぱり確かにそのスローガンそのものでヘイトスピーチだということは直ちに判定できないとしても、そもそも言ってるのが参政党だし、日本ファーストだったらまだね、アメリカファーストと同じだから国が主語であって、確かにアメリカファーストや日本ファーストにも全体主義的、国粋主義的なニュアンスはあると思うんですけど、それをさらに飛び越えて人ってついちゃってるわけだから、やっぱり人種問題が絡んできてるよなっていう印象は強く受けますよね。いや本当におっしゃる通りなんですよね。だから
なんかその辺ですよね。なんかあまりにもなんて言うんですかね。一部の自称リベラルの人たちも含めてなんですけど、雑すぎるっていうか、なんか差別、露骨にヘイトスピーチなものも、そういう婉曲的にヘイト的な言論も、ただの悪口とかもなんか全部一緒くたりして語るじゃないですか。はい。で、なんか、人がヘイトスピーチを非難すると、お前はこいつの悪口を言ってるだろ、どうなんだみたいな。確かに私も、自民党とかの人たちに対しては人格否定に近いこともたまに言ったりしてしまうので、それはよろしくないとは思うんですけど、なんかそれは相対化しちゃダメでしょっていうなんかその辺の話が通じないっすよね。そうなんですよね、本当に。なんかコメントでもおっしゃられてますけど、はい。そうですね。やっぱりちょっとあまりにもちょっと暴力的な人とちょっと対話するのは、さすがに難しいかなっていう感じですかね、僕としては。はい。そうですよね。だから、やっぱり堂々と差別的なことを言ったり、それを批判するとね、なんか批判ばかりする左翼だから良くないみたいな。いや。だから差別に対して反論するのは、そりゃ当事者だったら当たり前のことであって、左とか右とかの問題じゃないんで、だから実際それこそ LGBTQ+ の人たちだって割と右寄りの人たちだって結構思想的には存在するわけですけど、そういう方々だってね、それはね、ヘイトスピーチに関してはね、そりゃ不愉快だから普通に批判はしますよね。ただその時に左派的に人権擁護とかそういうことは言いはしないですけれども、だからなんかでもその辺の話が全然通じないですよね。なんか。いや、本当まさにそうで。いや、なんかね、最近の SNS とか、本当ひどいなって思ってて。そうなんですね。まず暴力をやめてくれないとどうしようもないし、そういうやっぱり暴力的な言論っていうのをやめていただかないと、なかなかね、分かり合うように話し合えって言われたってちょっと、いや、無理ってなりますよね。だからといって、なんでしょうね、全てを拒否することはできないし、話し合えばね、差別とかしない人は話し合えば分かってくれる場合もありますから、そこはね、議論を勝手に拒絶してはいけないのは確かなんですけどね。そうですね。マジョリティにはね、マイノリティは常に不利な戦いを強いられてるっていうところを認識してくれないと、ただでさえ、少数派の立場に立って話すと、攻撃されがちじゃないですか。いや、本当まさにおっしゃる通りで。だから、そこでね、なんでしょうね、多数派にそれこそ共感じゃないですけど、同調してね、同調しろみたいなことを言われても、困るっていうのはまさにその通りだなと思いましたね。はい、本当に。あとそうですね、最近はやっぱり烏丸さんが前の動画でもおっしゃっていたように、ファシスト的っていうんですかねな動きがちょっと多いので、それもちょっと気になるかなとは思いますね。はい。例えば、なんでしょう、私は毎回なんかね、ずっとそういう人たちをファシストって言ってはレッテル張りだって怒られてるんですけど。いや、本当なんだろう、前のね、左翼はなぜ嫌われるのかという動画でも本当に、いや、烏丸さんの勇気のある発信に、はい、本当に感銘を受けました、本当に。ありがとうございます。動画出してるのでよかったら皆さん見てみてください。いや
お時間は大丈夫ですかね。あ、そろそろそうですね。いや、サパタさん、本当に、すいません、お呼びするの遅くなってしまいまして、ありがとうございました。いやいや、遅い時全然全然。間までね、ちょっとギリギリの時間までお付き合いいただいてありがとうございました。本当、あったかいメッセージをいただいて、はい、ありがとうございます。はい。いや、なんか、本当ありがとうございます。本当に。差別にいやなんか本屈辱当しないように頑張っていきたいです。はい。ありがとうございます。本当。いや、本当うまくちょっと話さなくて申し訳ないんですけど。あ、いえいえ、とんでもないですよ。だって、まあ、初めてね、こうやって、スペースというか、お話ししていただいて、はい。ね、こうやって主張を分かりやすくまとめてね、伝えてくださってるので、本当ありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。本当に今日は。はい。ということで、そうですね、融和共感共鳴みたいなね、さっきの生姜さんの話ともつながるんですけど、ポジティブなイメージのまま、こう、全体主義みたいな風にね、一つになること善っていう風になっていくのが、まあ、実際日本のね、以前の日本全体主義の形態だったと思いますので、まあ、そういうね、社会にならないように、やっぱり個人主義的に頑張っていかないといけないな、という、まあ、月並みで申し訳ないんですけど、はい。はい、本当おっしゃる通りです。はい。今日はありがとうございました。本当に。いや、皆様も本当お付き合いいただきありがとうございます。本当。はい。これからも応援しています。ありがとうございました。それでは皆さん、サパタさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、お疲れ様でした。はい、ということで、サパタさんでした。お話いただきましてありがとうございました。ということで、ちょっとすいません。ずっと喋っていたのでお水飲ませてください。はい、失礼いたしました。ということでですね、次ちょっと、話す方から今資料をいただきましたので、ちょっとまたそれをですね、提示させていただきながら、お話しさせていただこうかなというふうに思っております。ということで、用意のほどよろしくお願いいたします。ちょっと今私が準備しているんですけれども、はい、すみません。はい、これで大丈夫かな。はい。ということで、サパタさん、お付き合いいただきましてありがとうございました。はい。ということでですね、なんか、なんだかんだでね、短くなっちゃうかなと思ってたんですけど、すごいいいペースで、皆様のおかげでね、進んでおります、烏丸トークスペースでございますが、ということで、3人目の方をお呼びしたいと思います。今コールします。よろしくお願いします。もしもし。もしもし。こんばんは。聞こえておりますでしょうか？大丈夫です。はい。ということで、簡単に、全然、ですね、なんか今まで、圧があったかもしれないですけど、本当に簡単でいいので自己紹介をお願いいたします。はい。悲しみを聞く石、もっといい悲しみです。ちょっと開示をしますと、はい。まあ、以前からシスジェンダーであるっていうことは、まあ、ディスコードの方でも言ってはいるんですけれども、はい。なんだろうな、ちょっと変わってきてるのかもしれないっていうか、なんだろう、男性としても女性としても扱われたくないみたいな感じですかね。はい。自身の体に違和感とかはないんけれど、なんか男性としても女性としてもあんま扱われたくないというか。ちょっとそういう感覚になってきたっていうことですね。
そうですね。なので、なんか、自分自身を男性っていうのになんかすごい抵抗感がありますし、はい。うん、なるほど。まあその辺ね、だからでいろいろ考えたりとかね、悩みを生じたりとかっていうするのもね、当然だと思うので、はい。まあ、やっぱりそれをね、変だとか言ったりとか、抑圧しないことが大事だなと私は思いますね。はい。そうですね。はい。あと、はい。性的指向については、はい。じゃあちょっとぼかして、非異性愛とだけ。ああ、なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、本題入ってもいいですかね。はい、大丈夫です。ということで、皆様、悲しみさんです。よろしくお願いいたします。ナノクラフトさんもボーカラスです。来ていただいてありがとうございます。すいません、悲しみさん大丈夫ですよ。ちょっと本題に入る前に、烏丸さんにちょっと一つ問いを持ちかけたいと思いまして。はい。ほい。烏丸さんにとっての愛、はい、例えば、なんだろうな、その人類愛とか恋愛だけじゃなくてもよくて、人類愛とか友愛とか、なんか総合した愛についてどう思いますかっていう。ものすごい抽象度の高い問いですね。申し訳ないです。いえ。愛ですか。いやー、まあ、なんかいろんな愛がありますよね。そうですね。どうなんでしょうね。ただ私って私自身のことについても、先ほどから何とか開示はしてるんですけど、ADHD で発達障害なんで、やっぱり対人に対するね、愛情深さみたいなのってよくわかんないなっていう、やっぱり感覚はあるんですよね。他者にあんまり基本的に、他者の気持ちに寄り添ったり、共感あんまりしにくいタイプなので、だから、恋愛ものとかも基本あんま興味ないし、好きじゃないんですよ、基本的には。全然例外はありますけどね、ドラマとして面白いとかはわかるんですけど、ただなんて言うんですかね、やっぱり大切な人たちに対する感情であるとか、そういう性別とかそういう問題ではなく、あるいは親子とかも関係なく、本当に大切だと思う、存在に対する、愛情みたいなものは、それこそ神であったりとか、非人間的なものであったりっていうのが対象な人たちもいると思うんですけど、やっぱりそれに関しては人間のね、やっぱり尊い尊重すべき感情だなっていうふうに思っているし、やっぱりそういうストーリーに結構普通に感動したりするので、なんかその差はどこから来るんだろうなって、なんか恋愛に全然共感しないのに、こういうなんかね、人間愛みたいなのをガンと出される。それこそ僕ジョジョの奇妙な冒険っていう漫画大好きなんですけど、なんか結構人間愛みたいなメッセージをガンって出してくるタイプの漫画なんですよね。だからそれに結構感動するのは何なのかなと思いつつ、あんまり答えが自分の中でも出てないなという感じですかね。ありがとうございます。めっちゃ急な問いかけだったのに。いや、私もだからどう答えたらいいんだと思いつつ、でも確かに言われてみれば恋愛とかの感情があんまりないのに、なんでしょうね、そういう人間愛みたいなのにはすごいグッとくるというか、私そういうテーマ大好きなんですよ。だからその差はどっから来るんだろうなっていうのはあんまり自分でもよく分かってないなって思いました。はい、ありがとうございます。とりあえず烏丸さん的には、ちょっと本題入りますね。烏丸さんは愛が初めて概念を聞いたロボットすぎた。道の海賊さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。
全然本題入って大丈夫です。ありがとうございます。すいません。私が愛について考え始めたきっかけっていうのが主に2つぐらいあるんですけれど、はい。まず、マリッジ・フォー・オール・ジャパン、マリフォーさんですね。はい。が何回か掲げていらっしゃる最高裁で愛は勝つというキャッチフレーズに対して、なんかそこはかとない違和感を感じたというか、抱いたというか、はい。そして、はい、性欲のない愛は存在しないという、ちょっとごめんなさいね。これに関しては注釈が必要で、はい、ちょっとアンフェっぽい人が言ってたのが妙に残ってたんですね。頭の中でってことですか？はい、頭の中で。すごい残ってて、なんか、すごいもやもやした気持ちでいて、そこから愛についてを考え始めたっていう感じですね。なるほど。まあ一応補足しておくと、そのアンフェの人の発言は普通に先ほどから言ってるように、だからアロマンティックアセクシャルの人たちを否定するようなねニュアンスと捉えられかねないので、やっぱり差別的な発言だというふうに、ちょっと言われちゃうのかなと思いますし、そうですね。私も、ちょっとどうなんだと思います。ただ一方で、なんでしょうね、対人性愛を抱かない人たちが、なんでしょうね、愛を抱かないから良くないみたいな見方をするとしたら、それはそれでね、大変な差別なので、そうですね。絶対やってはいけないことですよね。はい。で、ちょっと話を戻しますと、はい。私が考えた愛とは何かについてなんですけど、他者、他の人、他者が必要だと思っていて、そして結構慈しみとかいう感情が似てるじゃないですか、って言われてるじゃないですか。はい。守ってあげたいがその典型とかだと思うんですけれど、上下関係があるじゃないですか、そこに対して。パターナリズムというかね、親が子供を守ってあげるみたいなですか？はい。そういう感じですね。で、ここから考えたのが、愛すること、動詞ですね。愛することが、とは、相手から受ける支配や搾取への許容を認める、受け入れることなんじゃないかと思いまして。はい。この場合の搾取っていうのは、マルクス的な搾取でいいのかな？はい。この場合で言うと、本来他人に向ける以上のものをさせてるのに、それを無償で受け取ってるっていう搾取だと思っています。はい。で、勘違いは皆さんにしてほしくないんですけれど、他者との関係を結びつけるにおいては必要なものだと思うんです、愛は。対人愛っていうことですよね。はい。対人愛、そう。そして、誰を愛すかっていうことは、誰を愛さないかということでもあるじゃないですか。確かに。それが、すごい差別的な構造と似てるなって思ったんです。なるほど。それこそ最初の、共感を誰に対してするのかみたいな話にもつながってくることですかね。そうです。で、はい。で、私が主張したいこととは、個々のそれに、一人一人が誰からの支配や搾取を許容するかについては、個々人が極めて慎重に判断すべき、めっちゃセンシティブなものだと思ってるんです。そうですね。だから、他者が受け入れるべきっていうのはなんかすごい暴力的ですよね。確かに、それはそうですね。はい。いきなり、愛していますって言って、相手を受け入れさせるっていうのは、それはやっぱり暴力性はありますよね。そうですね。で、
私のブルースカイのはいはい。文章を出していただけますかね。あ、はいはい。こちらですかね。はい。私がアロマンティック可視化の日というに挙げた文章が、その、はいはい。愛の商用についてどうなんっていううんうんうん。意見を持ったんですけど、またそこから考えを深めまして、はい。ここから言うマジョリティは、はマイノリティを不可視化し排除してきた結果の、してきたという意味でのマジョリティとして認識してほしいんですけど、い。はい。その、愛は勝つっていうような、愛を、勝つべきだみたいな感じで、多分素敵なものとして捉えてると思うんです。うんうんうん。なんかそれがすごいマジョリティの論理うんのように感じられて、うんなんか、リフォーさんみたいな性的マイノリティ支援団体、同性がメインですけれども、それに性的マイノリティ支援団体が従うと、すごい、アロマンティックの人々とかの不可視化につながりかねないのかなと危惧しております。うん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 。なるほどですね。そう。ありがとうございます。で、はい。そしてなんですけど、はい。肝心の同性婚を待ち望む人々にとってみても、はい。もう、言葉は悪いですけど、結婚できる人リストみたいな感じに異性愛者、同性愛者って挙げただけで、うんうん。別に差別の解消とかにもならないと思ってるんですね。っていうのは、なんでしょう。愛情関係っていうのがそもそも支配的なものだからっていうことですか？というのもありますし、はい。でもありますし、ただ単純に同性婚を認めさせるだけでは、差別解消につながらないと思っていまして。うんうん。これだけ、一旦ゲイに話を絞るんですけど、ゲイが可視化されてって同性婚の機運も高まっているにもかかわらず、はい。未だ、差別的なミームが流行っていますよね。そうですね。はい。そう。それがマジョリティなんですよ。不可視化できちゃうから、別に同性婚をしただけでは、その息苦しさの解消にはならないと思ってるんですね。ですし、その従属を認めさせるじゃないですか、いわゆる。国にその制度自体を認めさせるから、その認めさせるっていう時点でも権力関係があるじゃないですか。っていうのは国から我々に対して認めるっていうところの権力関係ですか？はい。はい。それがマジョリティの下にマイノリティがあるっていう従属関係を固定してしまうような気がするんです。ですし、ちょっと話は離れますけど、はい、実際東京プライドで愛は勝つっていう上りが掲げられてたじゃないですか。はい。それによって行くことを断念した人っていうのを私はちょっと見て、マイノリティがマジョリティの論理によってより終焉化させられてる
と感じています。ああ、なるほど。ありがとうございます。あれで、はい。その、さっきの生姜さんとか、烏丸さんもおっしゃってたんですけど、はい。その共感と愛ってすごい暴力的な感じで似てるんですね。まあ、それは構造は似てるかもしれないですね。はい。はい。まあ、相手、つまり絶対的他者を私有化しようとしている、そんな欲望なんじゃないかなと、どちらも。で、先ほどのもう一個送った文章の方を映し出してもらえますか？はい。こちらかな？はい。はい。ちょっとここにおいて、まあちょっと現代からは離れるんですけれども、はい。まあこれに基づいたアナロジーを行うと、はい。相手を一旦死者に見立てて、はい。私を聖者といたします。生きているもの。はい。で、共感とか愛っていうのは、そこで言う私はあなただみたいな言説になり得ると思っていて、そう。可能性を閉じてしまうと思うんです。その、マイノリティの解放からへの。まあ、ちょっと一旦話を、まあ、最終章に持ち込みますと、はい。その、愛が不可視化するものが、はい。っていうのが、もちろん制度差別的な本質、異性婚と同性婚は何ら変わりもないのにもかかわらず、なぜか認められないといったような制度が差別しているような本質、搾取や支配の構造を、さっきの愛ですね。はい。で、ここからはちょっと私自身も暴力的かなと思うんですけれど、はい。私が同性婚を支持する、それでも同性婚の法制化を支持する理由として最たるものが、その、はい、反婚、結婚に対しての反対ですね。はい、そして、で、保守派とかが恐れているような家族を崩壊させることにつながると思っていまして、はい。まあ、結婚制度って国家が人に対して、その人民に対してどうあるべきかっていうのを規定してるものだと思っていて、例えば何ですか？貞操義務とか、不倫したらダメみたいな、言い方は不倫したらダメですかね。そしたり、結婚式をはじめとした結婚への祝福、はい、もう恋愛と性愛を結びつけた形として、で、国家が人に対して求めてると私は解釈しておりまして、それを、まあ、異性婚でも生じることですよ。それでも、異性婚でも生じることなんですけど、偽装結婚と何ら変わりない形じゃないし、とも取れるわけじゃないですか。友達なのか、恋愛をしているのかみたいなのかは、他者から見てわからないわけじゃないですか。はい。それによって、結婚制度の破壊をした結果、その異性愛中心主義とか、国家が認めた素晴らしいものである愛という愛、まあここで言う恋愛と性愛を結びつけた形として国家に助力すること、まあ例えば
まあ、昔で言えば富国強兵とか、うん梅を増やせよとか、あと、今で言えば少子化対策的な側面もあると思います。はい。そして、性別役割規範に基づく、あまりに不適切な搾取っていうのを、もう撲滅できるんじゃないかなと考えております。私からはとりあえず以上です。はい。ちょっと、はい。大丈夫ですか？はい。いや、ありがとうございます。なんかすごい熱い主張が繰り広げられました。ありがとうございます。本当に。ということで、パピンさんコンカラスです。私いろいろすごい思うところはあったんですけれども、はい、その辺を大丈夫ですか言っても。ももさんも来ていただいてありがとうございます。はい。悲しみさんに今言っても大丈夫ですか？はい。はい。まあ、やっぱり一つ、すごいおっしゃることめっちゃわかるんですよ。というか、フェミニストのですね、確か、菊池夏の先生だったと思うんですけど、がおっしゃってたことと結構似てて、悲しみさんのおっしゃってることって、はい、彼女が以前ブログに書かれ極のそういう再差別とかを本を書いてる人なんですけどはい、その方がですね以前昔ブログに書いてたことがあってはいだから要は国家の制度っていう結婚婚姻制度自体が支配であり暴力であるからそれにラッピングしてやっぱり同性婚推奨みたいなことを言うのにはいろんな意味で問題がある、はい、だから婚姻自体を完全に破壊しなきゃならないし戸籍制度を破壊しなければならないっていうような、やっぱりラディカルフェミニズム寄りの結構主張をされてたんですよね。はい。まずそれってそもそもだから対人性愛が搾取的だったり支配的だったりすることがほとんどじゃないかっていうのは最初のねアセクシャルアロマンティックの人たちに対する不可視化であったり抑圧であったり実際悲しみさんのお友達の方お知り合いの方がレインボー東京レインボーに行けなかったとかそういうですねことに関してももう自明だと思うんですよね。だから私も全くそれはその通りだと思うんですけどはいただやっぱり愛って今コメントでもあったんですけどめちゃくちゃ多義的だし私が好きなタイプの愛っていうのはやっぱり人類愛だったりとか神に対する愛みたいなのに結構グッとくるんですよね。だからなんでグッとくるのかっていうのはあんまり言語化できないけど自分があんまりその他者に対する愛情とかがあんまりないタイプのおそらく人間なんでそうでないものに人間でないものに対するやっぱ愛情みたいなものの方が尊いっていうような感覚があると思うんですよね。はい、だから正直に確かにワリフォーさんの文脈だとその同性婚に対する要は対人性愛っていうニュアンスが強かったとは思うんですけどはい、実際その社会とかそのですね亡くなったね LGBTQ+ のいろんな人たちとかに対する愛情っていう風な捉え方をすることも可能なのかなとは思うっていうところが一つあったのとあと、はい、やっぱり革命って基本的に今っていうかそのやっぱりLGBTQ+ の人たちの運動って革命的に結構進んできたことだと私は思ってるんでやっぱり革命って、はい、暴力革命以外はなんか段階的にやっぱり進むもんだと思うんですよね。だから一回その国家社会の方に昔のそれこそ私もなんか反活的な知識ですけども昔はやっぱりその白人のゲイの男性が、プライドパレードの先頭を必ず歩いてトランスジェンダーの女性とかはずっと終焉化されてて、そのことに対してマーシャ P ジョンソンさんとかいろんな、ね、方々がね反対して別の運動をやってたりとかしてたわけなんですけど、はい、ただやっぱりゲイプライドでそうやって前正面を歩いた男性たちがいなかったら今の状況って成し得てなかったと思うんでやっぱり民主主義の中で段階的にそう面白くない話だと思うんですけど話を進めていくには、やっぱりまずは同性婚からしないとダメなんじゃないかなっていうのは思いますね。そうですね。はい
すいません、ちょっと反論になっちゃったかもしれないんですけど、ただ私もなんかすごい言いたいことわかるんですよ。なんかやっぱりなんでしょうね、国家によるそういうパターナリスティックな支配から逃げたいっていうふうに思ってたのに、結局そこに入ってるんじゃねえかっていうのは、当事者の方はやっぱり感じてる方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、はい。うん。ただね、なかなかね、やっぱり、急激にね、戸籍制度を破壊したりするっていうのは、まあ、それこそね、なんでしょう、夫婦別姓運動をやってる人たちも痛感してることだと思うんですけど、なかなかあれでさえ成し遂げられないわけだから、やっぱりいかに日本の保守性が強いかっていうことですよね。はい。やっぱりなんでしょうね、別に婚姻制度自体に反対しない左翼が悪いんだっていうことではなく、やっぱり日本の保守制度自体が保守的すぎて、まあちょっと硬すぎるっていうところが私は問題があるのかなと思ってますね。まあ、そうですね。別になんか他の左翼の方とかを糾弾したいわけでもないんです。そうだったんですね。結構これではいかんという感じのメッセージだったのかなとちょっと思ったんで。すみません。いや、そんなことはあれですけど。でも、なんだろうな。それでもまあなんかコメントとかでも結構いろんな皆さん意見寄せてくださってますね。ありがとうございます。田島陽子さんも言ってらっしゃったんですね。婚姻制度破壊の前段階として同性婚法制化。いや、そうですね。まさに今私がすいません、ベラベラ喋っちゃったんですけど、偉そうにすいません。田島陽子さんが昔から言ってらっしゃることだったんですね。そっか。私もちょっと言葉足らずだったのかが申し訳ないんですけど、多分同じことを言ったと。まあそうですよね。結果的にたどり着いてるところは同じですよね。はい。まあとりあえず婚姻制度破壊の前段階として同性婚をやろうっていうはい、っていうことですよね。そうですね。ですし、別に私は愛を糾弾したいわけじゃなくて、愛を無責任に素晴らしいものだっていう風にする方を糾弾したいんですね。なるほど。だから、搾取や支配っていう、まあ、それが全部を語るとは言いませんけど、その本の部分もあるわけじゃないですか、確実に。それを無視して、愛を全部なんか素敵なものだ、みたいな。なんか恋愛にしてもなんか、全ての愛を素敵なものだっていうのは、なんか、ものすごく違和感があるというか。まあそうですね。だから愛って何でも素晴らしいって言っちゃうと、それこそね、搾取的な愛だったり、まあ、支配的な愛とかね、それこそストーカーとか DV みたいな、そういう異性愛者にありがちなそういう問題もあるわけですけど、そういったものも素晴らしいのかっていう風になっちゃうと思うんで、やっぱ愛にもいろいろあるっていうことは言わなきゃいけないと思いますよね。そうですね。どうだろうね。今のすいません、DV とかストーカーとかに関しては相手が望まないのから、もはや愛の愛ではないと考えてるんですけれど。なるほど。もはやまあ確かにあれただのもう暴力にむき出しの暴力に近いですからね。許容することが大事なので、相手が、すいません、大丈夫ですよ、ゆっくりで。熱くなっちゃ予想に関してちょっと熱くなってしまったなっていう場面と、
とコメント欄が心配だなっていうのが。でも皆さん、いや、私もちょっと、すいません。正直結構、いや、なんか、左派批判なのではという感じで、結構どうやってあれすればいいかなとか思いながら、コメント見てたんですけど、いや、皆さんの方がずっと冷静な気がしますよ。なんか、そうですね。今、いろんな方が書いていただいてますけど、トランスジェンダーの方に関しては、性同一性障害特例法っていう、まあ、今思うとというか、今いろんな裁判で今すごい憲法違反だって言って不当だって、まあ、当事者の方々が声を上げてるじゃないですか。はい。でもやっぱりあれも決まった当時はまずあれは足がかりにしていかないと、特例法でその当時はね、ああいう条件付きでの性別変更自体を認めさせないとトランスジェンダーの権利は絶対ありえないからっていう理由で、やっぱり当事者運動で、勝ち取ったものなんですよね。だからそれ自体はやっぱり全否定すべきではないのは確かだと思いますよね。はい、うん。あと、私はアナーキストで婚姻制度解体論者ですが、前段階として制度上での平等の実現は必要と考えているので、法律上同性婚、選択的夫婦別姓、複婚、後半パートナーシップ、ファミリーシップ制度による婚姻制度の形骸化などが必要だと思います。なるほど。すごい、なんか、意外と似たようなこと考えてる人がいっぱいいて嬉しいというか。はい、カラスマラジオなので、はい、素晴らしい皆さんが集まってくださっています。はい。嬉しい。いや、そこしか自慢がないんですけど。はい。ただ、その、はい。どうだろうな。さっきのごめんなさい、性同一性障害特例法でしたっけ？性同一性障害特例法？はい。もう、最初は必要だったっていうところまでは、まあ、理解するんですけど、はい。でも、今批判されてるっていうのをこちら側にも言いたくて、はい、確かに、確かにマジョリティ、いわゆるマジョリティに受け入れてもらうためには、愛っていう共感できるものが前段階として必要だったとは思ってるんです。だけどなんか今はもうその段階ではないと思ってて、そうですね。なるほど。まあそうですよね。だって悲しみさんからしたら今まさにね、こういう今そういう状況でね、いろんな人たちとそうやって権利について考えているのであるから、まあヨーロッパとかにね合わせた基準でものを考えてほしいっていう、そう考えればやっぱりそのなんでしょうね、マジョリティ側に合わせるっていうのは時代からやっぱり遅れてるんじゃないかっていうのはすごいわかるんですけど、ただ実際日本自体が時代遅れの社会なので、なかなかもうどうしようもやっぱりまあ全ては自民党ってやつのせいなんだっていつもの話になっちゃうんですけど、やっぱり30年ぐらいやっぱ下手すると遅れてるんですよね。だと思いますよ。はい。だからちょっとそれはもうなんか果たしてこの国先進国って言えるのかって、いやもうダメだろとか脱落してるって言ってる人もいますけど、やっぱりそこはちょっと勘弁してよって感じですよね。そうですね。そうです。ここでもう唐沢さんからちょっと先進国じゃんって言っていいのかみたいな発言があったんで、ちょっと急遽紹介させていただきたいんですけど、はい。今リンク用意してないのでまた後から送るんですけど、はい。とある人
が書いてあるのが書いたブログで、うんうんうん。経済的に発展してるだけの先進国を倫理的にも優れた国のように扱い、いわゆる発展国を見下す人間はリベラルにもよくいるが、これも言葉を変えた文明と野蛮概念に他ならない、ど真ん中の植民地主義だろうっていう。ああ、なるほどなるほど。いや、わかります。すいません、ちょっと確かに不用意だったかも。申し訳ない。そうですね。うん、それはめっちゃわかります。はい。すみません。ただね、なんか別のやっぱり言葉がもっと必要だと思うんですけどね。そうですね。うん。まあちょっと私も語彙がなくて言ってしまいましたね。はい。申し訳ないです。こちらも。いやいや、こちらこそ申し訳ないです。こういう側面なことは言えないんですけれど。うん。なかなかね、だからその人権、まあだから、まあ、今カッコつきで言いますけど、人権先進国って言うじゃないですか。それで私もその意味で今、まあ、まさに言ったわけですけど、はい。うん、でもそれがね、事実上の経済とかの、まあ、文化とか文明とかの先進国っていう意味にも拡大解釈されてるし、まあ、まさにね、はい、イスラエルっていう国は同じようなこと言ってるわけなんで、そうですね、そうですね。やっぱり邪悪ですよね、そういう使い方するのは。はい、それは非常に良くないと思うんですけど、ただやっぱり代わりになるやっぱり言葉みたいなもんがあんまりない、その人権擁護されてることをどうやってよく言うべきかっていうところではあるんですよね。そうですね。はい。結構熱烈な左派批判みたいになっちゃってましたか？いや、そんなことはないと思いますけど、すごくやっぱりラディカルなねご意見だったと思います。ありがとうございます。あんまり私自身もね、あんまりそういうラディカルフェミニズム的な意見を普段取り上げないので、はい。まあ私自身にね、やっぱ保守的なところがね、それなりにあるんだと思ってますけど、まあ菊池先生のね、そういう意見とかももちろん読んで知ってはいたんだけど、いや、それはなんか言い過ぎちゃうみたいなこと当時思っちゃって、で、まあでも、悲しみさんのおかげで思い出しました。そうだ、そういえば言ってたなって、すいません、後でリンク用意しときますね。はい。お願いします。はい。ノミネーさん、コンカラスです。いや、だから、先進後進っていうやっぱり言葉がね、やっぱ良くないっていう意味ですよね。今、悲しみさんおっしゃってたの。だから批判してるわけじゃないんですけど、なんか他の言い方がないからっていう話をちょっとしてたんですよね。なかなかね、なんかね、全部言葉もなんか支配されてるっていうか、そういう権力側に都合のいい言葉で思考してしまってるっていうのがちょっと悔しいですよね。そうなんですよね。日本語って特にそういう傾向、まあ敬語とかもそういう面がありますけど、私ももちろん敬語使ってますけど、必ず敬語でやっぱり他人とは話さなきゃいけないとか、そういうところもね、人間、やたらとマナーとかにうるさいって、まあよく、まあお国柄って言われ一言で雑にくくられたりしますけど、やっぱり言語から来てる問題じゃないかなっていうふうには思うので、その辺のことはね、日本語喋ってる人間としては考えていきたいですよね。そうですね。やっぱり思考の根源が言語なのかな。そうですね。そうですね。やっぱり自分基本的に母語っていう子供の時習得した言葉で人間は考えるって言われてるんで、それはねやっぱり逃げられないんですよね。そうですね。3歳ぐらいの時までに覚えたのが日本語だと、まあ、他の言語を勉強して基本そっちに暮らしてずっとそっちで考えるようになる人もたまにいらっしゃいますけど、まああんまりいないですよね。そうですね。それぞれの社会において状況が常に違いますし、人権先進国基準で直線上に並べて比較する考え方自体が暴力的。なるほど。確かにそうですね。まあそもそも国を並べてやっぱり比較するっていう考え方自体を
ちょっと改めなきゃいけないなとすみそうません、ですね。今すごい反省しました。はい。それが、はい。力による支配にもつながってくると思いますし、そうですそね。れを防止するために作られたのが、法治主義とか、その国連みたいなうんうんうん。統治機関だと思ってるので、そうですね。まさにその通りです。うん。だから、まあ、なんでしょうね。だから、なんでパレスチナにね、国際法が適用されないのかって、まさにそういう問題なわけですよね。力でナンバーワンである国、まあ、アメリカですけど、が法律守らないから、結局そうなってるっていうことなので、はい。うん。アメリカだけでいいんですか？もちろんアメリカ以外のね、いわゆる、だから欧米と言われる国は全部少なからずそうだと思いますけど、はい。うん。もうちょっと話したいことがあったんですけど、はい。さすがにもう無理ですかね。ちょっと時間も押してますし、かなり。いや、そうですね。まあ、なんか、めちゃめちゃ濃い話でありがとうございます。はい。じゃあ、それについてはまた後日ディスコード内で文書としてあげようかなと思います。なるほど。ありがとうございまちょす。っと今日はこれでおいともいたします。いや、悲しみさん、本当にありがとうございました。非常にね、鋭い、批判というか、ですね、やっぱり深く物事を考察されてて、私自身もやっぱり自分をね、そうやってポロッと出た言葉がちょっと差別的だったりとかね、ほんとすんません。そういう意味で言ったらではもちろんないけども、やっぱりそこの思考のね、限界っていうか、そういうのをね、見つめ直す、すごくいい話になったと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。うんうん。ありがとうございます。私自身も気を抜いたら差別発言とか、ポロって言っちゃう部分もあるので、そこは、お互い様っていうか、いや、そうですよね。正直、全部、もう、なんだろう、差別を完全に避けられる人間がいたら苦労しねえよっていうか、その超人で以外はそれ不可能なので。そうですよね。はい。だから、まあそこはね、やっぱお互い注意しながらやるしかないっすよね。そうですね。だからこそ、前にディスコードで上げていらっしゃる方が言ったと思うんですけど、なんか、それ差別ですよみたいな感じで指摘を受けた時への謝罪のやり方みたいな。そうですね、書いてましたね。はい。で、繰り返さない。せめて同じ、別方向でつながってるとかなら、仕方ない側面もあるかもしれないんですけど、とりあえず同じ方向から2回も差別発言とかをすることがないように、できたらいいなとは思ってるんです。そうですね。そうですね。はい。いや、ということで、悲しみさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、抜けます。はい。本当、今後もね、見て、コメントとか意見とかお寄せいただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。コメント欄の皆さんも、後で見させていただきます。はい。ということで、皆様、悲しみさんでした。お疲れ様でした。ということで、なんかすごいすいません、白熱した議論になって、しまいましてありがとうございました。悲しみさん、本当ありがとうございました。ちょっとお水飲ませていただいてから、ちょっと最後の方をお呼びして、最後にしたいと思います。少々お待ちください。はい。いや、悲しみさん、こちらこそ本当にありがとうございました。本当に貴重なね、お話いただけたと思います。
というわけで、最後にそう呼ばれるのは一体どなたなのだということで、ちょっと最後のことはお呼びしたいと思います。遅くなってしまって大変申し訳ありません。ちょっと、軽くでもお話しいただければと思います。ではお呼びします。もしもし。なんか大丈夫ですか？はい。いや、もしもし、どうも。こんばんは。こんばんは。はい。自己紹介の方お願いできますでしょうか？はい、占い師兼魔法少女と花風花でございます。いつもはですね、毎週土曜日夜21時より、スカーレット・クローバールズ烏丸さんと、組ませていただいております。反差別VTuber ユニットとしてゲーム実況させていただいたりしております。はい、音花風花です。改めましてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということでなんで爆笑してらっしゃるんですか？そんな。いやそんななんか大層な感じでお呼び出しをいただけると思ってなかったので、誰なんだいつもの光景って書かれてる。いや、すいません、そうなんですよ。ただね、やっぱりせっかくのというか、プライド月間なので、風花さんとね、こうやって、意外とね、ずっとゲーム実況やってるので、あんまりこういうね、トーク形式って、それこそね、例の、先ほどなんか、呪われた2時3時のサムネが出てきましたけど、呪われし2時3時。はい、そう、あれ以来なんですよね。あれとかね、あんまりそんな機会がないので、はい。はい。そうですよね。そう。出たよ。ということで今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そうですね、普段いつもゲーム実況でそのゲームにまつわるお話だとかそこから派生したお話とかをしているので、はい、ちょっと自由に喋れたらなって思ってトークデッキを準備しますと言っていたのに準備してきませんでした。いや、ただね、なんか皆さん結構話短いだろうなと思って、最後にね、風花さんで、普通になんか3時間ぐらいっていうような構想もあったんですけど、悲しみさんとね、1時間ぐらいお話しさせていただいてたので、全然もし、お疲れだったら、全然問題ないです。大丈夫ですか？本当に、はい。はい、やっぱりね、皆様ね、すごく、いろいろお考え持たれた上で、はい、いろんな視点から物事を考えたり取り組んだり問題意識を持ったり共有したりっていうことをね、しているなっていうところで、改めて感じる機会だなと思って、やっぱそうここがね烏丸さんのチャンネルで烏丸さんの配信なので、主役はもちろん烏丸100ではあるんですが、ここを支えてくださっている烏丸ラジオリスナーの皆様も主役なんだよなっていうところをやっぱこう感じるなど、はい、お前の物語だっていうか、人生の主役は自分なので、そうですね、そこを忘れちゃいけないよねっていうところをね、思ったりなどしながら聞いておりました。はい、そうですね。私もね、愛っていう言葉が好きすぎるので、よくよく使ってはいるんですが、はい。そうだな。じゃあまずは愛についてちょっと喋ろうかな。はい。私はなんかもう大テーマになっている。はい。そうですね。いや、なので私が今あえて喋ることかっていう話ではあるんですが、ちょっとなんだろうな。男尊女卑の家父長制的な地域と土地柄でそういう一族の中で生きてきちゃっているので、はい、家族っていうのは幸せの形で、で愛っていうのも恋愛、あとは親子愛とか兄弟愛とかそんな感じ、親族間でのそういう愛っていう風なのばっかりで、あとは何でしょうね、ロマンス漫画とか、そういうのが好きだったというか、そういうものに触れて育ったその辺の一応少女だったので、魔法少女になる前はね、少女だったので、
まあでもセーラームーン見ててそれしか得られなかったっていうのはやっぱり私の感受性がまだ低かったのと、社会的世間的にそういういろんな愛に対する概念を提示できていなかった。まあ恋愛至上主義じゃないですが、まあそうだな、恋、なんて言えばいいんだろう、ラブって言っても、でもラブもいろいろあるもんなと思って、今ラブって翻訳するのやめようと思ったんですがまあそんな感じで、まあ、なのでセーラームーンが本当に伝えたかった愛を、まあ実際にはまあでもあれもあれでジェンダーゴリゴリではあるので、あれもあれでなんだろうな、セーラームーンすごいところもあるけど、割と致命的なところもいっぱいあるので持ち上げることはできないんですが、はい。まあそんな感じで、まあ、いつか運命の人が現れるみたいな感じの思考回路で生きていた私が別の愛の形を考えるようになったのが、それこそパワーストーン、私の大好きな天然石鉱物ロードナイトっていうお石と出会ってからになります。石言葉が友愛なんですね。友の愛って書いてある友愛なんですが、恋愛系の石がピンクが多いし、その恋愛をどうにか充実させたいっていう凝り固まったで良妻賢母3歩下がって夫を立てるみたいな感じの洗脳されていた時代があったので、そんな感じで、だからなんか恋愛しないと楽しくないっていうか、恋愛しないと生きてる意味がないぐらいな感じでこう勘違いさせられてたので、まあなんか今考えると信じられないですね。でしょいや私もあの頃の自分寒気がするんですけど、まあなのでそうだな、だからそのロードナイトがただのそうこの美しいロードナイトちゃんなんですが、グレードが低いとちょっと不透明さとピンク度が、増してネイティブアメリカンの方々が儀式的にその神聖な石としてターコイズと並んで使われてた石がロードナイト。そうなんですね。なんです。はい、実は。で、透明度が高くなると宝石質になって、ちょっとだいぶ高くなるっていう、一気に真っ赤になるんです、本当に。透明度が上がると。っていうところでですね、そうなんですね。ロードナイトのロドンっていうのがギリシャ語でバラを指す名前でして、そう書いてあった。下に書いてますね。そうですね。そうなのでこのお石がだから恋愛だろうとか、なんか好きな人と結ばれるとか運命の出会いっていうものだろうかと思って見ていたら、そうじゃなかったんですよ。ロードナイトが指すのは友愛であり、そんななんか恋愛とかに収まるスケールではないと書かれてあって、いろんな愛にそうですね、友愛博愛ですね。なので本当にそのいろんな形の愛があるという話が書かれていて、だからそのもう恋愛だとかなんかそういう、その恋愛が悪いわけじゃないんですが、一面、ただの愛の一面でしかないじゃないですか、恋愛っていうその。そうですね。まさにロマンティックっていうのは。まさにそれを今さっき話してましたもんね。そうだからこの話しようかなと思ったんですけど、なのでその一面性だけじゃなくて、ロードナイトは全ての愛をサポートする優しい素晴らしい石ですっていう正しい説明文を見て、そうなのって当時思っていたんですが、どんどん家父長制とか、男尊女卑とかっていう言葉にどんどんちゃんと触れてきて、あとはさエマ・ワトソンのおかげでですね、目が覚めた私は、このお石の指す言葉というか大きさを知る、思い知るっていうことをして今のね私がいるっていう感じなんですけれど。なるほど。だから愛っていう言葉に参加できない方が賛同できないって言ってるけど、だから結局その愛をイコールロマンティックだけしか掲げてないって思われるような社会なのがまず間違いだなっていう。だからいろんな愛があっていいし、けどその愛を私から見たら愛だと思うけど、ご当人がいやこれは愛じゃないですって言うなら愛じゃなくていいんですよ別に。っていうだからいろんな何かを包括する言葉として、ざっくり雑に愛という言葉を雑と言いましたが、
大切に思っているからこそあえてざっくり雑に定義しておかないと愛という言葉に傷つけられる方が出てきてしまう、例えばその毒を、いわゆる毒親問題ですね。あなたを愛しているからっていう、定番の言い訳にも使われてしまう可能性ももちろんあるのが愛ですね。で、烏丸さんもさっきおっしゃっておられましたが、お前を愛しているからお前を支配するというか、束縛する、拘束するみたいな言葉っていう、その一方的なものって愛じゃないっていうのも、それはそれでその通りなんですが、はい。そういうのは当然に愛としてカウントしないというのは大前提としても、友達への愛、自然への愛、趣味への愛、いろんなものへのいろんな愛があっていいというか、だから日本って愛の定義が狭すぎるんですよね。なるほど。って思いました。別に日本だけじゃないと思います。ただその占い師なのでいろんな愛の概念を海外からやっぱこう入ってくるんですね。だからカードにセルフラブって書いてある。で、カードがありまして、それってイコール自己愛っていう。そうですね。で日本での自己愛っていうとナルシって言って嫌われるでしょ。でもその日本でそうやって軽率に自己愛として出されてくるなんだろうなものじゃなくて、自分を愛することで自分を慈しむっていう、まずはその自分っていう土台を整えておかないと他の方への健全というか関係性が築けるはずないよね、生きていけないよねっていうのが、そうなんですよね。っていうところでセルフラブっていう言葉がこっちではネガティブに捉えられてしまうけれども本来はそうではないっていうところも思い知るっていう。だから私はやはり割と愛という言葉に込められた思い、込めたい思いはあるので、ただマリフォーさんにでもマリッジフォージャパンなのでそう恋愛婚ができない同性の皆様をパワーメントをまず第一にしておられるっていうところはあるとは思うんですが、そこがクリアできたらね、また次の段階に進まないといけない、とももちろん思うので、そうだな、本当にだから、ちょうどね実況しているゲーム、ザ・コズミック・フィール・シスター・フットもですが、姉妹の愛がすごくクローズアップされてたり、友愛、本当それこそ友への愛がもう大事にされていて、しっかりちゃんと大好きだよってこうしっかり表現してある。そうですね。ので、やっぱそれってその日本というかでも日本が全部そうだと言いたいわけじゃないんですが、多くの場合というか、有名タイトルにでそういう友愛とか、友情としか言わないでしょ。友愛とかって絶対言わないじゃないですか。そうですね。明日のサムネが出ているはい、明日9時から実況しますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そうですね。だから愛は一つじゃない、いろんな多角的ないろんなものを包括する本当に柔らかな、穏やかな境界、いい意味で境界線がないものだと思っているんです。もちろんそれに表現の自由に差別とかヘイトスピーチが含まれないのと一緒で、暴力とか支配が愛に含まれることはないというのももちろんそれは大前提として分かっておいた上で、そうだな、I love you という言葉がその愛のささやき、いわゆる愛のささやきだけでなく、もっとこう大きな、なんだろうな占い師が大きなっていうとちょっとスピリチュアル感が強くて申し訳ないんですが、でもそのやっぱ愛っていうキーワードでいろんなことを考えられる世界が多分一番柔らかい、素敵なんじゃないかなって思ってるので、ですよ。いや、そうなんですよね。そう、ロードナイトは傷ついた方の心の傷を癒すというね、
力も持ってたりするっていう、もちろんこれをね、こういう力を持ってて、これを持ってるとお金持ちになる、宝くじが当たるって言って売りつけてたら、ちょっとそれはね、違うので、はい。それはそうですね。うん。そうなんですよね。そうなんですが、なんで私、一応石言葉とかも勉強はするけれど、基本的に鉱物が好きだからっていう風に考えてるので、石と会話ができますって方いらっしゃるんですけど、羨ましすぎて、私も話したい、私も話したい、なんで私は話してくれないのってなっちゃうんですけど、だから、そうですね、私が使っている占いが、その自己分析のツールとして使ってくる。そうですね、こういう優しい色合いもロードナイトにあって、こういうのが多分、そのネイティブアメリカンの方々とかが使ってるんかなと思うんですが、本当に美しくて優しいお石でして、鉱物からもだからいろんなことを学べるというか、だからロードナイトに全てを変えてもらったというか、愛の多角性という多面性を教えてもらったのが私というね、ロードナイトのおかげで変身したというところなんですけれど、なるほど。タイムさん、ナエさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いや、そうなんですよね。だから、なんか愛っていうと、最悪なのは愛は全て異性愛っていうのが、最悪のレベルじゃないですか。でも、そこを対人性愛まで広げたからといって、悲しみさんがご批判されてたようにアロマンティックの人たちを無視しているのではないかっていうやっぱ非難もあるわけですよね。で、私も自分の話少ししましたけど、他者共感性がやっぱりあんまり高くないので、どっちかというとだからこのロードナイトに書かれてるような友愛とか博愛とかの方が結構グッとくるんですよね。なんか、ジョジョもだから友情と、ジョジョも確かにジェンダー描写とかいろいろ問題はすごくあるんですけど、友情とかの方がどっちかっていうとやっぱり尊いものとして書かれてるので、そうですよね。歌教員さんと翔太郎の、そうですね。とか、あそこの、だからポルナレフさんと、だから、あの辺の、あれがね、でもスターダストクルセイダーズだからなっていう。いや、それ名前が良くない。あれは編集者がつけた名前らしいんですけど、でも普通に荒木先生も普通にそれ採用しちゃってるから、それはダメだよなと思いますけど。はい。そうでしょうね。だってあの時点ではもう編集者に反論できるくらいには、地位を得てたはずなので、そうですね。と思うんですけど、ただ私はその烏丸さんにそれが十字軍ですよっていう話を聞いて、知らなかったって。だからやっぱ知らないとね、加害をしちゃうんですよね。だから知らない言葉には気をつけないといけない。だからスターダストクルセイダーズかっこいいなって思ってたら、全然かっこよくなかったっていうところで。これはね、ちょっとタイトルなんとかしてほしいなと、しかも3部が終わってからなんか後から名付けられたんですよね。だから余計なことしてくれたらコラみたいな。ジャンプ編集部何やってくれてんやねんみたいな。いやだからね、集英社君はちょっと本当に集英社は気をつけてください。お願いします。本当にダメです。そうですね。だからやっぱ誰かの心の中に残ってる、大切なもの、だから私もだからそれだから差別的な描写もあると分かっていても、好きでいるのをやめられないものっていうのはあるけれど、だからといってそれは許容しているのではなく、批判しながら楽しむというか、だからそれこそそれはこそ隠れて摂取するしかないという、摂取もオタク用語だ、ダメだ、触れるしかないというか、例えば私で言うと、もう友人とのカラオケはもうずっと椎名林檎と東京事変の曲ばっかりで、そうだからあいつのなんか私は結局リアルタイムで活動していたアーティストを知らないので、とか知ってても曲しか聴かないので、そのアーティストがどういう思想を持ってるかとかを全然知らないまんま曲だけ聴いて浸ってきたんですけど、近年になってね、参政党とかのおかげでいろんな悪がね表に出てきて、そんなことかっ
っていうところが、あるなね。うんアトミックさん、あのこんばんは。あ。そうですね。多分、ジョジョってそのバンドとかから撮ってるんで、本当は多分、そのザ・クルセイダーズの方が多分元ネタだとは思うんですよ。だから、それ、フュージョンバンドなので、まあ確かにあれなんだけど、そもそもそのクルセイダーっていう言葉が十字軍なんだよなっていう。まあちょっとそこはあれですよね。まあだからそのクルセイダーズが何を指すかというのを、もう 99.9% の人々が知っている前提で、それがやばいっていうことも分かった上で、それを批判的に取り入れて使っていってこう、意味を塗りつぶしていく。だからクイアっていう言葉を奇妙っていう言葉じゃなくてプラスの意味にカウンターしていくっていうつもりで使うっていう風にするには、だからいろんな条件が必要なので、やっぱ軽率に使って許される言葉はないよなっていうそうでとすね。ころではあるな。スターダストは完全にスタープラチナから取ってるんだろうからあれですけど、はいタロットのスターだろそううなって。ですね。希望の星の丈太郎くんなんだなっていうのは感じるんですね。まあさっきもその国に対する言葉でねありましたけれども、ちょっと私も不注意で申し訳なかったんですけど、後進国っていうカッコして今言っちゃいましたけど、言葉が差別的だっていうのは誰でもなんとなくわかると思うんですよ。でもじゃあ先進国って言ったらいかんのかって言ったら、でもダメだよなっていうでもそしたらどういうふうに言い表せばいいのかっていうのはやっぱり悩みますし、やっぱり国としてなんかその制度があるからうんたらかんたらみたいな言い方自体がやっぱりあんまよろしくないのかなとは思うんですよね。ただそれにしても日本はあまりにも制度が進むのが遅すぎるので、それはね社会保守性として強く非難されるべきだと思うんですけど、だからといってねなんて言うんでしょうね、こっちが進歩してるんだからみたいなことを言うのはやっぱり良くないとは思いますよね。そうですね。相対化させてるというか、対極というか、対岸として使ってるわけですからね。対義語として、先進後進っていう。そうなので私も占いをしていて、男性性が強いですねとか、これは女性性を指しててとか、女性性が強いのに無理してリーダーシップを取ってるからしんどいのかもしれないですねみたいなのがあると、暴れ散らかしたくなるっていうあーいやーあーって叫ぶっていうね。それはそうですよね。それが許せなくて、じゃあ私が占えばいいんだろう、分かったよって言って始めたんですけど、この活動をね、全然占いしてないんであれなんですけど、ただやっぱりすごいと思うんですよね、本当に自分でそうやって始めるっていうのは素晴らしいですよね。だって他にその時なかったので、だってしかも同性同士の占いなんて余計ないですよ。そうですよね。本当に全然ないし、やっぱそこのところ考えたら、せっかく苦しくて助けてもらいに来てるのに、お相手気になる異性からとか、いや異性じゃねえよバカ、すいません異性じゃねえよとか、なんかそうだな、今いろんな、今の日本社会、現代日本社会が持ってる恋愛の規範にあまりにものっとった解釈が多すぎて、癒してほしい、助けてほしいのに逆に傷つけられるっていう占いばかりで、それがしんどくてっていう、だから結局どんな方でも見れますよみたいな、異性愛のみならず置き換えてみてくださいねっていうのもあるけど、知るかじゃあ異性愛の方を置き換えさせてやるわクソっていう怒りとかもあったりしてなるほど。
じゃあ、しっかり同性のだけで読んで、異性愛の方、いらっしゃってるんですね。じゃあちょっとその方は自分で勝手に置き換えてみてくださいって言いたくなる気持ちがあって、本当に難しいんですよ。だから占いするにあたっても、言葉の言い換え、どういう言い換えをすれば、より、包括的で、健やかな、優しい言葉になるかっていうところをすごくずっと考えているんですよね。ほんと男性性、女性性っていう言い方をされるのが本当に気に食わないので。いや、それはそうですよね。バイナリー主義すぎますよね。そう。いくらなんでも。一応、言い訳じゃないんですけど、男性性と女性性を両方持っているのが人間ですみたいな。で、どちらが強く出ているかによって、だからその人の自認しているセクシャリティとか、全然関係なく、とか、ジェンダーとか関係なく、一応その両方持ってる陰と陽とかの考えもそうですけど、でもね、陽が男性性で影が女性性っていうのをちょっとムカつくんでぶん殴りたいんですけど、なんだよみたいな。そうで、そこのやっぱ、そうなんですよね。で、だからどっちも持ってるんだよって言われるけど、いや知るかよ、そうだとしても男性性女性性っていう言葉の持つ暴力性は変わんねえんだよっていうところがあって思うので、だから別の言葉に置き換えたいってなると、やっぱ男性性っていうものに割り振られているのがリーダーシップであったり、率先して動くとか力強い切り開く力、で女性性に割り振られているのが受け止める力、受け入れる力、包容力とか細かい気遣いとかなんですけど、もうこれ聞いていただいて分かる通り、現在の現代日本社会が男性女性という、2つの性別だけのことしか見ずに、しかもその性別それぞれに当てはめているジェンダーロールの言葉が列挙されていると。だから一つの言葉で言っちゃうと便利なんですよ。男性性が強いからねって。便利だけど、使うべきではないし、本質的に間違ってるんですよね。って思うと、男性だからそうなるわけでもないですしね。伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。占いの結果ってジェンダーが必ず絡んできてしまうものなんでしょうかっていう質問が。実際はですね、やっぱ割と人に言えない悩みを持って抱えて占い師に依頼するっていう方がいらっしゃるので、実際は実際というか多分占い師として活動されておられる方々、セクシャルマイノリティの方からの相談たくさん受けてるはずなんです。はずなんだけど、占いとかスピリチュアル界においてそういうグラデーションの性別が認められてることがほぼなくて、やっぱちょっと、子宮とか女性性とか聖母マリアとかぶち上げてみたりだとかするんですよ。あなたたち一番マイノリティからこっそり相談を受けてるはずなのに、なんでまだそんなことができるのと思って、最悪ですよ。 YouTube で大衆に向けて占いしてるから、今の社会が異性愛ヘテロばっかりだから、一応それに乗っ取ってるだけで、全然その人たちだけのためじゃないので、全然そんな差別のつもりとかじゃないので、適宜置き換えてみてくださいっていう言い訳が通用してしまうっていうところなんですが、本当にだから結局フール、マジシャン、0と1がどっちも男性かな、愚者と魔術師で、次の女教皇、2ですね、ハイプリーステスですかね、が出てくるんですけど、結局その女性象徴にもやっぱりその男性か女性かしかない、一応世界ザワールドのカードが一応その両性を持っているようにも思えるみたいな感じにはなってるらしいんですけど、これあれですよね、タロットカードのいわゆる話ですよね。そうです。はい、すみません、失礼しました。ありがとうございます。だから魔術師、なるほどね、そうですね、魔術師がこう男性で描かれ、その後が女教皇ハイプリエステスが
はい、でわざわざですよ、男教皇って言わないのに女教皇って言うでしょ。これも嫌いなんですよ。ほら医師となるほ女医ど。とかですね、そうですよ俳ね。優と女優とかそんな感じでもあるんですが、でそうこのですね。そうだな。なのでその女教皇に割り振られているものもそのヒステリックだとかその夢見るも恋する乙女のなんかその精神性とかっていうものを刺されちゃったりして確かに。ですよね。でその次が、女帝なんですけど、結局ね皇帝と女帝で結局女帝にしか女ってつけてねえじゃねえかオラってなるんですけどなるほど。これそうで何も知らず自分の世界にこもっていたまあ処女性のある異性を知らない女性を、女教皇が指していて、愛される喜びを知り解任しているのがこの女帝なんですよ。お腹少し膨らんでるのはそういう描写になってるんだ。なんかそれはちょっと露骨すぎですね。そうで 愛される喜びだとかその本当に受け身なんです。でそこについてる女性のマークがあるでしょ。本当は女性のマークじゃなくて金星のマークなんですよそれ。この左下にくっついてるやつですね。はいはいはい。そうですそうです。でなので火星攻撃的なマルス、軍神マルスはいいあれなんですけど、ギリシャ神話では嫌われ者の、アレスを指す火星が男性のマークで、ヴィーナス、愛と美の女神ヴィーナスを指すのが、女性のマークになってるので、それを指してるので、金星って受け身ってされてるんですね。その愛されるだからいろんな人に貢がれるみたいな感じなんですけど、金星からの解釈からしてそうなんですね。そうですね。金星自体もそういうふうにヴィーナスと結びつけられてるのでそうなっちゃうんですけど、アフロディーテと結びつけられてるので、だからこれをタロットカードを使うたびにてめえってなるもうここの読み替えを一体どうすればいいか、ちょっとやっぱね私一人では難しいので、ちょっと有志の会を立ち上げて、クアリーディングができる。だからクアリーディングってその創作物に向けられるじゃないですか。で占いも一応カードリーディングとかって言うんですよ。だから本当の意味でのクアリーディング占い有志の会みたいなの立ち上げてなんか全部置き換えたいなみたいな。だって嫌でしょ全部象徴ですって言われちゃったら別に女性とか男性を使っていることがすなわち差別じゃないって言われるかもしれないけど、いや差別だろ戦う女性が出てこない時点で差別だよっていや、そうなんですよ。だからジョジョ3部も主人公チーム男しかいないし、やっぱりそこもね、だから女帝と確かにハイプリエステスとその女帝しかも結構ミソジニスティックな描写だったりして敵なんですよね。だからそこもやっぱり良くないとこですよね。あとなんか今すごい衝撃的なコメントが来てるんですけど、占いやってる元友人に男女どっちかにして解釈するしかないじゃんと言われたノンバイナリーです。メイヘム。クソいやそうだから本当それが嫌で、最近ですねルノルマンカードっていうカードでは、ジェントルマンとレディっていうのがありまして、紳士と淑女なんですけど、で占う時には、淑女を質問者に例えまして、で、紳士をその質問者がこう質問してきている何かしらの相手として見るっていう感じでなってるんですね。でもその占う時に結局その異性同士にしかならないから、分かりましたと、じゃあジェントルマンを2枚入れて、紳士を2枚淑女を2枚包むことによって自分が例えばそのレズビアンなのでどちらも淑女でお願いしますとか、ゲイなのでどっちも紳士でお願いしますみたいな感じのことが、一応できるようにはなったんですけど、結局それもでも男女しかいないんですよ。
はい。あんまり、いや、ちょっとそう一歩進んだけど、なんか、まあ、そう、遅いんです。遅い。今更みたいな話でしょ。今更、そう、近年ね、まあ、ルノルマンカードって多分一番古いカードゲームとかって言われてるけど、まあでもね、西洋はね、割と、東洋の歴史を、ないがしろにしがちなので、最古って言われてるけど、本当に西洋だけ、欧米だけで最古なだけで、全体に見たら違うんじゃないか説は、まあ、なきにしもあらずなんですが、一応そのトランプの原型にもなったって言われてるのかな、確か。ルノルマンカード。まあ、タロットカードももちろんそうな、トランプからの派生なんですね。はい。タロットカードも。小アラカナっていうやつが全部そのタロットごとに、タロットの、タロットじゃない、トランプの、ワンドが、クラブで、ハートがカップ、で、ダイヤがペンタクル、コイン、お金ですね。で、スペードがソードを指すんですが、まあ、こういうふうに、やっぱ古い概念だとしても、そう古い概念だとしても、もう現代社会でまだ紳士2枚淑女2枚積んでるからめっちゃいいよねって終わってるのはってなるでしょ。なんでその先がねえんだよっていう。確かに。そうで2枚ずつ入ってるデッキもあるなんですよ。ああ、全部がそうというわけでさえないという。なるほど。そうだからまあでも最近はほぼほぼ2枚ずつ積んであるのが、スタンダードになりつつあるけど、じゃあそれに当てはまりたくない人間はどうすればいいんですかっていうところがあるので、悔しいですよね。なんかやっぱだから便宜上あなた様が女性でなくても質問者様を淑女に例えてるので、このカードがあなた様が女性じゃなくてもこのカードはあなたとして見ていますみたいな感じで言うんですけど、占い師の方々ね。いやなんかその言い方もわけわかんないでしょ。あなたは女性じゃないかもしれないけど、とりあえずまあ女性で例えさせてねみたいなだけの言い方。で一応順番通りに並べると紳士と淑女が向かい合うようになってると思うんですけど、このようになってるんですね。はい。そうですね。でこのカードすごくイラスト美しいので好きっちゃ好きなんですが、はい、こうやって向き合ってると思い合ってるとか、そういう気持ちが割と通じ合ってるって読んで、背中合わせになってるとすれ違いとか、なんか違う方向を見ているみたいな感じになったりするんですね。なので最近積まれる分では、なので紳士2枚でも向き合うように、淑女2枚同士でも向き合うように、っていう風な作りで入れられるんですが、そういうそういう問題がだから遅いでしょ。でしかもこれルノルマンにしかないまだされてないですよ。タロットとかにはまだ全然その波は来てないわけじゃない。すごくクリアなタロットカードも、出てはきてるんですけど、そのデッキ特有のイラストでしてくださってるってだけで、そのタロットリーディングとかの世界では、いやでも女帝が出たら愛されている女性とかこう美しいとして読みなさいっていうその定義が変わんないので、いややっぱだからこう、やっぱ根底からひっくり返さないとダメなんですよ。今なるほど。じゃないと、そうだからじゃないとやっぱ誰かを救えるかもしれない、私が救ってみせるっていうのはちょっとやっぱおこがましいので、あくまでご自身でご自分のことを認めたり許してあげられたり愛したりするための助言とまでも言いません。さすがにおこがましすぎるので、カードはこう言ってますねっていうのを列挙して、一緒に情報を整理していくっていうのが占い師の役目なので、でもやっぱこういう風になっていると質問者さんがクライアントが余計に傷つくでしょ。そうですね。ただカップの10っていうもの映せます？あるかな？小アルカナのカップの10。タロットカードの方？はい、タロットカードのカップの10が小アルカナってあるかな？メイドワじゃなくて？
あ、これ大アルカナだけってことですか？あ、そうですね。そこ大アルカナなので、小アルカナのカップの10っていうのを、はい。あ、映るかな、はい、多分ね、ここには、大アルカナしかなってないだいですが、ちょっと後でちょっと確認してみますね。ありがとうございます。そはい。れでね、本当に、なんだろうな。鏡隆二先生っていう、もう多分、めちゃめちゃ有名、多分日本で一番有名な占い師さんがいらっしゃるとはいはいはい。思うんですが、そちらの方のやつを多分読んでたら、うんそれこそカップの10って、うん男女の夫婦と男女の子供が、うん身を寄せ合って晴れやかに虹のかかる空を見ているっていうカードなんですね。で、ワンドとソードの10はどっちもめちゃめちゃ苦しかったり大変だったりするカードなんですが、ペンタクルとカップの10はどっちも優しい満たされてるカードでして、はい。ただそれが、一概にいいとは言わないんですが、で、これかなペンタクルの出るかな。そうです、それです。これですね。ジェミさん、なのでコンカラスです。お疲れ様です。体調増お気をつけてください。お気をつけてください。遊びに来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当に、で、この鏡隆二先生は、このカードが、ペンタクルの10は、金銭的にも満たされた、地に足ついた、堅実な家族の絆なんですが、カップの10は精神面が満たされている家族なんですよ。それこそカップが示すものが愛とか感情なので、水ですね。ザ・コズミック・ホイール・シスター・フットっていうゲームでも出てくると思うんですけど、みたいな感じで。はい。なので、でも虹がかかってるから、いくら象徴としてそこに男女の夫婦が書かれてるとしても、はい。で鏡隆二先生曰く、これでこの虹ってセクシャルマイノリティを指す虹ですかって聞かれたんですって。はいはい。で実は相談者さんがそのセクシャルマイノリティ LGBTQ+ プラスの方だったと。で結局明かすか明かさないかで、多分クライアント的にも占い師はできる限り情報をいただいた方がいいんですけど、それは怖いですよね。いくら仕事とはいえ、どう思わやっぱ怖いじゃないですか。カミングアウトの強制になりかねないですよね。そうですね。だから話してなかったけど、このカードを見て虹がかかってるからもしかしてって、そういうことですかって言われたことがあるっていう話を語っておられたんですけど、なのに変わらない。っていうところが個人的にね、それでだから占い師はね、セクシャルマイノリティとかLGBTQ+ プラスの方々がどれだけいろんなキーワードだとか、きっかけを与えられるかもしれない占いっていうものの可能性をどれだけお前らがぶっ潰してんだっていうところをちょっとね、私としては考えざるを得ないところがあって。なるほど。なんか足りないんですよね。そうですね。だからカードね、作れたらいいんですけど、そのカードを作る以前にやっぱりそのタロットが指してる、いろんなもののその象徴とかをやっぱ変えないといけない。その上のペンタクルの9っていうやつ映せます？はい。ペンタクルの9、そうですね。ペンタクルの10がさっき話してたやつで、その受け継がれていく家族を見つめる老人っていう感じです。だから息子夫婦孫夫婦を見つめる目みたいな感じなんですけど、ペンタクルの9はすごく満たされているんですけど、鳥かごの中の鳥なんですよ。ペンタクルの9って。愛される女性なんですけど、本当は自由に飛び立つ小鳥に夢を見ちゃうっていうカードなんですよ。これがそうだからこれが男じゃなくて女で書かれてるっていうのもやっぱ時代を感じるんですよね。ただその一応ね、ただそのやっぱ女教皇とかって書かれてるからそういうジェンダーをフラットにできねえのかって言って書き方がしてたんですけど、歴史的にもやっと地位を得ることができた女性を描いてるんだから
そうやってジェンダーをなくすと結局女性の透明化になるっていう反論を見たこともあってすげえタフっぽいいやまあ論理がはい。いやまあ確かにそうだと思います。現在もまだ男尊女子比がひどい中、はい、女性が大きな役職についている女教皇女帝っていう、まあでもそれでも女教皇はともかく女帝は皇帝の妻なので お飾りなんですけど、そうですよねはい、まあ、だからそういろんな歴史を持って女性が地位についてきたことを透明化するのはいけないって言ってて、いやまあまあ分からでもないけど分かりたくないっていう気持ちでぐるぐるっとしたことがあって、はい、まあでもそう思うその方が悪いわけじゃないんですよ。もう社会が悪いんですよ。だから全部。まあそうですね。まあ根源的にはちょっとそういう人は家父長的な考えの人の気がするけど、本人はねそう思ってないかもしれないし、まあ、社会がねそれを許さないっていう状況がずっと今続いてしまってるわけだから、まあなのでどうにもならないですよね。そうやっぱおかしいっていう、こういうふうにやっぱ男女しかいない占いおかしいって言ってる人々の意見が異端として扱われているというか、だから結局大御所とかしっかり占いの基礎を勉強しちゃってると、女性性男性性でやっぱ刷り込まれるんでしょうね。だからもともとその差別とかをだから差別は大抵悪意のない人間がするっていうじゃないですか。それを占い師がやってる、占い業界がやってるんですよ。差別してないんです、あの人たちの感覚では。でも実際のところはやっぱり切り捨ててるし、そう透明化してるし排除してるんですよ。はいはいはい。でだから占いを勉強すればするほどそうやって男尊女卑であったり家父長制であったり異性愛だけだったりそれぞれのグラデーションある性多様性を否定するっていうものになってるけど、まさかそんな攻撃性を自分の勉強している占いが持っているとは思いもしないっていう話なので、まあだから、まあ、もちろん占い界も変わるべきだと思いますよ。子宮崇拝はちょっと気持ち悪いので本当に崇拝なんですよ。だってそこに聖母マリアが絡んでるので、若干キリスト教っていうかそういうところがやっぱキリスト教圏の欧米から発信されてくる情報ってやっぱその聖母マリアであったり子宮とかがすげえ大事にされてたりとかするんですけど、なんかそういうところ多分やっぱこう切り離なんて言えばいいんだ、やっぱつらいでしょ。やっぱ人を救えるかもしれないだから包帯になれるかもしれないもので相手の首絞めてたらどうしようもないじゃないですか。まあその通りですね。って思うのでやっぱ占い界変わってほしいなっていう気持ち。だからでも占い界だけ変わっても社会が変わらなかったら、なんで私は彼との相性を見てって来たのになんでそんななんか私と彼をなんかそんな感じでごまかすのみたいな感じで言われちゃったらってなっちゃう。だからやっぱそもそもやっぱ世間が変わる、社会を変えないことには占い界も変わらねえんだろうなっていうところがあるなっていうところでちょっと占いの話を熱くしてしまいましたが、唐島さんすみません、たくさん資料出していただいてありがとうございます。いえこちらこそ、全然私はその占いの話は全然ね知らないので非常に興味深くというかいやなんか根深いなっていうそう歴史があるせいで根深いんですよ。やっぱ何世紀と続いてきてるものなので、だからひっくり返すにはやっぱ相当のエネルギーとムーブメントが必要なので、ただ私がここでこう言ってることがねバタフライエフェクトになればいいなと思いながら、やってます。そうですね。サン&ムーンタロットはペンタクル9は男性が書かれている。おお。そうなんだ。本当それぞれタロット
ってやっぱ制作者イラストレーターさんによってもそうやっていろいろ解釈が変わってたり、うんまあ一般的という言い方をしたくはないんですが、まあよくあるっていうか、まあ昔から伝わってきてるカードは、まあ、キングが男性でクイーンが女性で、ナイトと、ページが男性、と少年なんですが、うんソードのキングって書いてあるけど女性が座ってたり、うんワンドのクイーンって書いてあるけど男性が座ってたりってしてる、なんかそういうやっぱ名前はもうキングとクイーンで変えられてないけど、うん一応なんかこう描かれている象徴としてシンボルとしては、うんそのキングイコール男とかクイーンイコール女っていうのにとらわれないっていうすごくクリアなタロットカードがあるんですよね。でその多分そういうカードね、私の占い渋いお友達お仲間のパンケーキホイップクリームさん、通称ホイッピーちゃんがそういうカード使っておられたと思うんですよね。なので本当に制作者によっては、で私が使ってるタロットでもそのタロット・オブ・ディバインっていう、世の中、世界のフェアリーテイル、童話を元にしたタロットカード、で日系アメリカ人、日系カナダ人だったかな、どちらの、吉谷さんっていうアーティストさんが作っておられるカードで、はい。それはすごく、まあもちろんフェアリーテイルを元にしてるので異性愛とかもゴリゴリ出てくるんですが、エンキドゥとなんだっけ、エンキドゥとなんだったか覚えてないな。カップの2って男女の恋人が描かれてるんですけど、そのカードでは男性が2人で手を組んでるイラストなんです。そう。なのでその方とかだからもう本当に LGBTQ+、だからアライメントか当事者かちょっとわからないんですけど、そういう風なタロットカードがあるので、あれは本当にだから大好きで、タロットを使ってる。あ、そうです、ギルガメッシュとエンキドゥです。ギルガメッシュとエンキドゥの絆をそのカップの2で書いてるんですよ。すごいです。すごいなと思って。どっちも男性だと思って、で調べてみたらそうギルガメッシュとエンキドゥのその絆、結局でもそれもブロマンスっていうか、まあなんだろう、セックスのないなんかセックスがないものを全部友情っていうのもどうかと思うし、もちろんセックスしなくても愛はある恋愛にはなるので、そこなんだよな。だからここがやっぱタロットが悪い、占いはだからそういうなんかこうそういうなんだろうな、やっぱ言葉の定義、恋愛も結局その愛を結局イコール性愛とかとも結びつけちゃったりとかするので、そこですよね。そこをちゃんとだから包括的じゃねえんですよ全然。そうですね。まあ何世紀も前だからって言い訳しようと思えばできるけど、それをひっくり返そうとしてこなかったんですよねって人類、占い師界隈もその占いを受ける側もそれをおかしいと思っても声を上げても消されてきたか言わなかったかそもそも何とも思わないかっていうところで、っていうところなんですよね。それがあるからやっぱ変えていきたいっていうか、変わるべきですよね。やっぱ誰かを傷つけるエンタメがあっていいわけないので。そうですね。なんか本当エンタメとかこういうこれかな、エンキドゥとギルガメッシュの男性2人のパップ2。そのカードです。これですよね。はい。そうですね。まさしく私もこのカード使って素敵でしょ、このカード。素晴らしいですね。すごく素敵なんですよ。だからこういうカードもでもあるけど、やっぱり全体的にはなんかあんまりないっていう。そうなんですよ。全体的というか、だからそもそも持っているものが夫婦、夫婦も結局異性の夫婦しかヘテロしか想定されてないし、だからシスジェンダーでかつヘテロラブ
うんヘテロラブの人しか想定されていないっていうのが、この、ね、占いのね、おぞましだという。だからこれを何の指摘もせずに使い続けることは、結局その LGBTQ+ への迫害と一緒でしょ。うんうん。悪意なくやっててもそう思うので、確かだからやっぱ私はちゃんとブチギレていかねえといけねえなっていう覚悟を決めてやってるんですけど、ね、ほんと素敵なイラストですよね。インスタグラムとか、多分ね、ブルースカイにもいらっしゃったかな ?X にももちろんいらっしゃるんですけど、吉谷さん、ぜひ、クリエイターさん素晴らしいので、はい。調べていただけるといいし、やっぱその、ご自分のルーツが日本にもあるということで、その、狐面とか桜とかそういうのをインスパイアしたようなグッズを出されてたりもされてて、すごいんですよね。なるほど、ありがとうございます。後でちょっと確認して、ちょっとリンクとかあれしておきますね。はい。あと、そうですね、キャミフさん一押しの天夜の月アニメ化しますよね。だから、障害のあるの片方の方がレズビアンカップルの、テレビアニメなんですけど、だからこれ、だからなんか、まあ少しずつね、こういう作品増えてきてるから、ほんとね、世の中だから、やっぱりメディアが変わっていかないと変わっていかないっていう話でもあるし、それ最初のね、生姜さんの話からずっとね、されてることでもあるんですけれども、まあそもそも私がね、なんか口走ってしまった、まあそもそも西洋の精神性みたいなのが極めて怪しいっていうことが、なんか占いを通じて改めて分かったりしたので、いや非常に貴重だったと思います。ありがとうございます。いえいえ、なんだ黄金の夜明け団でしたかね。だいたいタロットってなんかそれ系が作ったやつとかがあれなんですよ。なんか、結局中世の概念で作られてるから、アジア人いねえんですよ。ああ、なるほど。そもそもそうですよね。アジア系の表彰もないし、まあ同性カップルとかもいないしっていう。ブラックの方もいないんですよ。多分全部肌が白いやつでしか書かれてないんですけど。なるほど。ただこの吉谷さんはこの、タロット・オブ・ザ・ディバインはいろんなお話があるので、まあいろんな国なので、まあちゃんとその国のフェアリーテイルを落とし込んでいるので、肌の色、人種、国籍、ルーツ、いろんな、まあ、神話だったり民話だったりっていうものがね、いろいろ詰め込まれていて、っていうカードですね。そう、もっとこういうのが増えりゃいいけど、でも増えたところでこのカップの2が指すものが異性カップルの思いのつながり合いで、もちろん読み替えできますよ。恋人と思いを組み交わすとか、まあ、恋人でなくてももちろんいいです。大切な誰かと心が通じるっていうカードではあるんですが、結局でも基本がその男女カップルで書かれてて、っていうところがやっぱ腹が立つのでね。そうですね。もう根本をやっぱクリエイターはちょっとずつっていうかどんどん変えようと頑張ってくれているけど、それを使うカードリーダー側、占い師側に、変化の兆しがねえというか、その心意気がないので、ちょっとやっぱ貴様らちょっとこっち来い、気合い入れてやるよっていう感じの気持ちでいる。まあでも私ももっとね頑張んなきゃなとは思います。占い、やっぱ誰かをね応援できる存在でありたいし、そういう風にあってほしいので、占いにやっぱ誰かを迫害したり傷つけたり踏みにじったり透明化したりするものであっては欲しくないし、でもそれは私の感情ですけど、でもあってはいけないっていうその社会正義的にもやっぱ今の占いが許容されるべきではないレベルの狂気となっているので、ナイフ、銃とかね、そういう系統の殺戮兵器レベルでしょ。だって人の心を殺すっていうのは命を奪うのと一緒なので。っていうところをねすごく考えます。やっぱで鉱物もね割と女性性を指しましてとか書いてあるので気色悪いん
ですけど、知るかってなるんですけど、ね、うんうん。やっぱ変わっていかないとダメです、全体的に。社会も変わんないと。で、占い師界隈が変わるのを拒んでも、社会がその占い師界隈を受け入れなければ、クライアントを失うだけなので、嫌顔でも変わろうとするんですよ。うんうんうん。って感じなので、はい。やっぱそうだ。なるほど。ありがとうございます。いえいえ、すいません。なんかね、結局、とっちらかった話ばっかりで、いや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 。皆様、話題が飛んだぞってなったかもしれないんですけど、お付き合いくださりありがとうございます。ありがとうございました。なるほど。中国に伝わったキリストではイエスは中国風に書かれるという。そうなんですよね。必ずイエスって、だから白人が書いてる表彰が多いから白人風に書かれてるだけで、実際はパレスチナ人だし、都合よく書かれるもの世界代表っていう感じですけど、だからやっぱり西洋の人たちが作ったら、やっぱそういうバイアスがかかってるっていうことは考えなきゃいけないですよね。そうですね。だから日本人作家が書く漫画に、もうね、黄色人種よりかはなんかだいぶ肌がトーンが明るい人たちばっかりっていうのも日本の場合はなんか別の問題がある気もするけど、はい。そうですね。ホワイトへの憧れがちょっと強すぎるのでね。そうね。だからキリストが逆にいろんな国の人種で書かれることによってエンパワーメントしたりとか、国境をいい意味でなくすっていう意味で書かれてるならいいんですけど、パレスチナ人という誇りを奪っているという視点で見るとドアウトなので、そうですね、やっぱ正しく書けって。でしかも今の段階ならもうそうこれがそのザムーンでザムーンが今一番上に出てたと思うんですけど、かぐや姫なんですよ。でそれが表紙になってるんです、このタロットカードの。なるほど。本当にこのカード今映ってるのが多分シャラザードかな。千夜一夜物語のシャラザードが映ってる。はい。本当にいろんな、なんで私がシャラザード知ってるかっていうと、それこそ今私がちょっとこそっと実況してるカラドセプトにシャラザードっていうクリーチャーがいるからなんですけど、カードがあるのでなるほど。それで知ってて、本当に美しくて、素晴らしいカードですね。なるほど。ただこういうね、やっぱり綺麗のクリエイターの人たちが少しずつ変えてるけど、全体にはあんまり変わってないっていう意味で言うと、漫画だったりアニメだったり映画だったり大体全部の業界、割とそういう問題が立ち込めているという気がするので、やっぱなんとかしていかなきゃな問題の根っこつながってんなって思います。本当に思いますね。つながりすぎ。はい。ですよね。ということで、後で全部リンクに関してはですね、まとめてまた、ドックファイルとかにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、今日風花さんありがとうございました。はい。いえいえ、ありがとうございます。最後ね、お呼びいただいて本当光栄です。皆様ともね、こうしていつもね、だいぶゲーム実況でもだいぶ私がね、脱線させまくってるのであれなんですが、こうしていろんなお話をしたり、それぞれのだからプライド月間だけじゃなくて、毎日毎秒プライドデイって感じではあるんですが、改めて認識するというか、何も考えてないマジョリティにオラーって見せつけるには、やっぱりこの6月にいかに盛り上がれるかで、その熱をずっと保ち続けていけるかっていうところだとは思うので、そうだな、頑張っていけたらなと、ね、思います。ただね、私一人の力ではね、全然及ばないので、連帯させていただけると嬉しいです。本当に、そうですね。ワンイシューでは連帯できないので、できる限りね、やっぱちょっとワンイシューじゃなくて、いろんな、反戦、反差別、平和の恒久的平和の実現っていうものをね、大事にして、皆様と一緒にね、頑張っていけたらなと思っております。今回お呼びいただきましてありがとうございました。
いえいえいえ、こちらこそありがとうございました。ということでですね、カラスマトークスペース第3回となりました。皆様いかがでしたでしょうか。お話いただいたしょうがさん、サパタさん、かなしみさん、そして音花風花さん、本当今日はありがとうございました。いや、ありがとうございました。はい。ということでですね、まだプライド月間は続くんですけど、プライド月間、ですね、終わってからもずっとね、当然ですけれども、LGBTQ+ の人権に関してはですね、主張していかなければならないと思いますので、よかったら今後もですね、チャンネル登録、応援の方よろしくぜひお願いいたします。お願いいたします。はい。というわけで、皆様、遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさいませ。